チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も来ていただいてありがとうございます。本日はですね、左翼 VTuber がファミレスを享受せよコラボ実況プレイの第2回ということで、永遠のファミレスムーンパレスに迷い込むアドベンチャーゲームファミレスを享受せよ初見実況プレイしたいと思います。ちょっとこのゲームには不穏な演出や一部にちょっとショッキングな表現などが含まれておりますので、視聴にはご注意ください。本配信は乙女座放送局の音花風花様のコラボ配信になります。ということでですね、スカーレッタの、音花風花様もチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、風花さん今日はよろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりましたスカーレットクロワルツピンクの方占い師兼魔法少女音花風花でございます。本番もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なのでですね、実況内容にですね、我々の政治的主張とか謎解きやストーリーの、ネタバレなどが含まれる可能性はありますが、そういったコメントは控えてください。あと配信チャット欄およびコメント欄ジュールを、遵守お願いいたします。お願いします。はい、ということで、ゲームの音量もうちょっと下げた方がいい？マジですいません。本当ですか？ありがとうございます。ちょっとこっちでいじった方がいいか、そしたら。これぐらいでどうですかね。1個下げたけど、もうちょっと下げた方がいいのか。ちょっと調整しましょう。正月さん、サリーさん、1週間これを楽しみに耐え切りましたということでありがとうございます。早速なんかね、ちょっと音量がでかいという現象が起きており申し訳ございません。上げてくださいって書いてある。上げてくださいって書いてある。逆か。下げじゃなくて上げか。失礼。じゃあ上げましょう。上げましょう。上げましょう。いやね、やっぱ
ね、もうここの BGM だけですごく素敵ですもんね。本当そうでにすね。ゲームの世界観を味わえる、うん。やっぱこうファミコン系調の8ビットっていうんですか、こういうの。そうですね。はい。素敵な。なので皆様ちょっと上げ下げに関してありがとうございます。いやいやとんでもないです。こちらこそ下げすぎてて申し訳なかったです。とりあえずこれでやっていきますが、他にもですねうるさいとか小さいとかあったら言ってください。ここで音量調整今できるのでよろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで早速やっていこうと思うのですが、ちょっと前回の配信でいろいろありましたのでちょっと説明させてください。このゲームなんですけれども、意図的な演出であって、それが別に差別的とかそういうことではないんですが、当事者の方が、当事者じゃない、キャラクターのですね、ジェンダー表現とか性別っていうのを、結構曖昧にしているところがありまして、ちょっと私ですね、見た目で勝手に、いわゆるジェンダリングですよね、性別を決めつけて話してしまうというシーンが、いくつかございました。大変申し訳ございませんでした。はい。なのでですね、見た目と性別にはね、何の関係もないし、声質とね、性別にも全く何の関係もありませんので、今回はね、そうしたことを踏まえて、配信聞いていただければと思います。はい。はい、お願いいたします。そうですね、私も、もう登場人物の一番最初に出会う方が王という、キングですね。キングと名乗っておられたので、勝手に我々はもう男性だと思って、しまっていたというところもありまして、そうですね、叙述トリックではあるんだろうけれども、それに我々は引っかかるべきではなかったねっていうところをちょっと反省するなどしておりましたのと、あとちょっと私がですね、そうだな、割と私最近男性表彰女性表彰ということで、ご当人たちのジェンダーには関係ないに全然関係ないが、こちらから見るとそう見えるっていう意味で使ってたんですが、やはりこれもただのジェンダリングというか丁寧に梱包された差別だよねっていうところの、意見を見まして、目にすることがありまして、確かにそうだなというところで、私がどういう意図で使っていてもそれをね、その私の意図までが伝わるわけではないですし、そうだな、だからそうやって当事者の方を傷つける表現を使ってしまっていたということにだいぶ衝撃というか、ショックを、自分に対する失望なんですが、そんな感じでちょっとありましてね、自分もその男性性女性性っていう占いでよく使われる言葉が嫌でこういう活動をしているのに結局同じことをしていたなというところで、そうですね、今後の教訓というか戒めにしつつ、別の形でジェンダーをこう、ジェンダリングしないような例え方っていうところの言葉をねとか概念をもうちょっと頑張って、そうですね、謙虚というか謙虚にそうですね探せていけたらなと思います。私の未熟な至らぬ点で傷つけてしまった方々本当に申し訳ございませんでした。今後も務めさせていただきますので厳しい目で構いませんので見ていってくださると幸いです。音花のことはね、烏丸さんのことは応援してください。よろしくお願いいたします。私も全く同じ感じだったので、いや申し訳ありませんでした本当に。当時ねやっぱり、ちゃんとね気づければよかったんですけれども、ちょっと前回の配信中だと指摘できなかったので、ですね最初に今回冒頭で説明しましょうということで2人で反省会していたんですけれどもはい、ということでですね、そうですね、完全無欠な存在はいないので、私もねまだまだ勉強中なのでですね、皆さんもですね一緒に勉強していただいていってらいいなというふうに思っております。よろしくお願いします。お願いいたします。あと、私が前回ですね、はい、こちらのゲームを日本語ローカライズ版だというふうに思ってずっと発言していた理由がここの言語の欄にありまして一番左に EN があるので、あれでしたけど、言語が
うんうん。EN なのだろうと。だから JP ではないのだろうというふうに勝手に、それこそ本当にまたこれも勝手に思い込んでいたのですが、こちら日本の、日本のクリエイターさんがまあそうですね。作っておられるというところで、はい。まあなので前回原文がどうなってるかわかんないって言ってた表現についてはきちんとまた批判しなければいけないところとかがあります。セロニカさんのサブドワーフ系関連の話はだいぶやっぱ、そうですね。それはちょっとこのゲーム自体の表現現があまり良くなかったとは思います。そうですね。必要ないかな。まあただそういうふうに何かしらの障害に言及することすらされない世の中ではあるので、周知にはなったかもしれないけれど、やっぱりその差別的な言い方とかを、特にセロニカさんが次回、でも割とやっぱ一応その差別的なことを言った後にくだらないですよねって言ったりとかはしておられるんですけど、まあそこのフォローまで含めて当事者の方に受け止められていただけるかというところだとちょっと危ないので、やっぱちょっとそこは、ね、前回だから日本語が原文だと分かっていればもうちょっとしっかりそこで批判できたの指摘できたのになというところで、それも私がやらかしまして本当に申し訳ございませんでした。まあそれはちょっとしょうがないと思います。615さんこんばんカラスです。第1回見てきました。アドベンチャーなんですねということで、そうですね。ありがとうございます。いやでもそうですね。私もブルスカで話題になってて、それでまあ言われて気づいたっていうようなもうレベルなので、まあ皆さんも一緒にですね、ちょっと学んでいけたらなと本当に思ってます。でなのでですね、今回の配信に関しても、まあ、キャラクターのね、一応というか、自分の性別というかは、一応明らかにはなっているんですけれども、まあ、主人公と、キングさんは私、で、他のキャラクターは、まあ、風花さんということで、読み上げの配役等については変えないまま、そのまま行こうと思いますので、よろしくお願いいたします。そうですね。どんな方であっても、声の高低、高い低いとか、深みがあるとか、そういうのに関しては、全然性別によって決まるものではない。そうですね。声に性別はないので、はい。そうですね。なので私自身はまあシス男性ですけれども、そういったアイデンティティとはまた別の、声だけで考えていただければというところで思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。ということですいません、ちょっとね、どうしても必要な説明だったので長くなってしまったんですが。そうですね。ただ、ここを飛ばすと我々の存在意義自体がなくなるので、これはきちんと言えてよかったです。お付き合いくださって皆さんもありがとうございます。烏丸さんもありがとうございます。お時間いただきまして。ということで、本編の続きを開始していこうと思います。はい。そうですね。やっぱりこういう時間がないとね、ちょっと烏丸ゲーミングではないので、そうですね。まあね、まさかこのいい意味でなんですが、まさかこのゲームでここまで考えるきっかけをいただけると思っていなかったという、不思議な現象が起こってるんですが、だからやっぱ何でも、やっぱどんなゲームにも何かしら社会問題であったり、ジェンダーとか、ジェンダーに問題を見出す人の問題なんですけど、とか、まあそういうのをやっぱ考えさせる要素のないものの方こそ、政治的だよなっていうふうに思ったりとかしましたので、やっぱなんかふと触れたものにでもこういう表現であったり、クエア的なものがあるとか、クエアリーディングできるっていう創作の方が健全だよねっていう風なことを思い出させてくれるいい作品だなと思ってさせていただいております。で、こちらはあれですかね、前回間違い探しをやりまして、はい。とんでもないホラー要素をこれがぶち込んでくれたっていう。ちょっと今回怖いので見せませんが、ちょっとホラーだったのでね、ちょっとビビった人多いと思います。というか、私が一番ビビってました。はい、怖えと思って。そうなんですよ。突然出てきましたもんね、本当に。まあ、ということで、ツエネズさんの怪しさが今、天元突破しているんですけれども、まあちょっと、ツエネズさんに限らず、まあ皆さん、ちょっとなんか全員怪しく見えてきたので、まあちょっとドリンクバーがね、やっぱり一番やばいような気がするんっていうか、ツエネズさんとドリンクバーがやっぱ何かあるような気がするので、まあ、それは後回しにして、まあちょっとセロニカさんから順番に回っていこうと思います。はい。はい。
ということで、風花さんよろしくお願いします。はい。大何を聞い体でたんでしたもっけ？聞きましたよ聞いてないんだねっ。け？王様が女性らしいって、まあこれがね、きっかけでちょっとあれになったんですけど、っていう話まではしたので、失われた雑談はしてなかったっけ？でも、ささやかからちょっと聞いてみるか。そうですね。大した話ではないのですが、職場の同僚に、あなたは明日世界が滅びるとしても歯磨きをしそうって言われたことがあります。それはもう、磨きますよね。磨かないかも。えそういうものなんですかね。うーん、磨きたいな。ベロニカさんまあ、らしいですね、この性ですね。格。週末までの週末というものに自分のうん。ルーティンを変えさせられるっていうのがまた心外なので、うんうん。だから最後だろうとなんだろうとやっぱ自分のうん。あるがまま振る舞うっていうのもまた強さそうだよねですね。とは思います。まあ、ナフサがなくなる話に関しては、国政が悪いので永遠にそれ叫び続は本当にそう。けますが。いや、そう。はいだから、多分ね、おそらく我々民側に、節約しろとか、無駄なことをするなって言い出すと思うんですけど、医療に無駄があるわけがないので、はい。ふざけたことを抜かすんじゃないよと。医療もそうだし、福祉もそうだし、うん。ライフライン、生活うん。必需品、最初からもう最初の方からずっと言われてたのはおむつであったり、トうんイレットペーうんパーとか、そういうもう介護とか、うん。うん。子宮があり、月経がある人に関しては生理用ナプキンうん。とかもありますので、そういうものがなくなるからまとめ買いしておけっていううん。のを我々に対応させないでくれますかっていう、君たちの失策のせいだよねっていうのはやっぱちょっと言っていかないといけないので、はい。はい。まあ、ね。私もね、頑張って、続けていこうと思います、これを。はい。はい。ムーンパレスから出られるなら出たいですが、出られないなら出られなくてもいいと思えてきました。帰ったらやりたいこと浮かびませんし、元の世界に特別大切な人がいるわけでもないです。身寄りは幼い頃からいません。別に僕がいなくなったって誰かが悲しむわけではないでしょう。感傷に浸ってるわけではないですよ。ただ、僕が執着するものも、僕に執着するものも、ほとんどないことに気がついたんです。僕は今まで何も追わずに生きてきたんだなぁと実感します。流れに身を任せて、海を漂っていたようなものです。座礁したのが、たまたまムーンパレスだったのでしょう。あ、座礁っていううー表現、ん。この前絵本でもありましたよね。ありましたね。そういえば船についての言及、宇宙船の方とかのですけど、ありうん、ましたよね。そうですね。セロニカさん SF 好きで、なんかそういう孤独な感じの歴史好きの人だっていうことは、パーソナリティはだんだん分かってきましたけど、なんかでも、この前のね、謎の絵本との共通性が考えると、セロリカさんもなんかちょっと怪しいなと思ってきちゃうところはありますね。そうなんですなんよか関係ね。あるのではという。前回の配信見てない人向けにちょっとすいません、あまり説明してなかったんですけど、ムーンパレスってこのね、誰も死なない、謎の異次元空間にあるんじゃないかと思われてるレストランなんですけど、なんか何者か、宇宙から来た何者かが作ったんじゃないかみたいな内容が、前回の絵本だったんですよね。はい。なので、もしかしたらここにいる人たちも宇宙人とか人造人間である可能性はあります。はい。まだ全然わかんないんですけどね。そうですね。だと前回、共通点がないですね、みたいな話をセロニカさんがしておられたんですが、はい。これが本当にミステリーなのだとしたら、ここにたうん。どり着くための共通点はあるはず
なんですよね。そうですね。偶発的なものというにはちょっと異質すぎるので。単にファミレスに入ったら巻き込まれましただけではなんか済まない気がするんですよね。そうですね、心象的なテーマかと思ってたんですけど、意外と本格ファンタジーとか SF っぽい感じがしてきましたよね。はい。ね、それこそ藤子 F 不二雄先生の少し不思議物語みたいなそういう感感じがします。がありますね。話すことがない。話すことがない。ということを話しに来たわけですね。そうですね。状況は変わらないのに、時間だけはあるのですから。話題が尽きるのは当然だとは思いますよ。会話だけが人と関わる方法でもありませんし。前も言ったかもしれませんが、他の方も誘って TRPG とかやってみましょうよ。普段は時間がかかるのが難点ですが、ここならもってこいですよ。惹かれてなさそうですね。主人公はあんまり TRPG に興味がないんですね。どうかしました？いや、好きな天気ってある？好きな天気。とうとうそんな話をするまでに。真面目に答えるなら、好きな天気はないですね。強いて言えば、弱めの雪？好きな天気はちょっと苦し紛れすぎる、確かに。でもなんか、弱めの雪っていう表現、だからセロニカさんがどこから来たかもなんとなく、だから雪が見れる地域から来ておられるってことですよね。そうですね。確実に、沖縄とかほとんど雪が降らない地域ではないのかもしれないですね。そうですね。外国籍というか、この世界観でね、国があるのかどうかすらよくわかんないわけですけど、王様の国以外言及されてないので、はい。そうですね、フォースプーン王国くらいしかね。っていうそのだけは言及されてますが、月に何が見えるかという王様から出てきた話によって、他の方々が、というか、ガラスパンさんがどちらにいらっしゃったかが分かったというところでしたね、確か。わしは雪が好きだな。大阪なので雪あまり降らないから降ると嬉しいね。ありがとうございます。なるほど、なるほど。ちゃんと律儀に考えてくれるのはね、やっぱりいい人っていうか、あんまりなんかその悪性とか攻撃的な人はここいない感じはしますよね。途方もない時間があると、やっぱその攻撃にしようという、敵意とか害意とかも消え失せるのかなみたいな。確か王様とは、ささやかな雑談してない気がするので、ちょっと聞いてみます。はい。我の食事は料理人たちが作っていたのだが、数日に一度晩餐の際にひっそりと出される小皿の料理があった。名前は知らないが、煮た豆に赤くてとろみのあるソースがかかったものでな。熱くて甘酸っぱいそれを我は気に入っていたのだ。ある晩餐の後、我は料理人を呼び、誰がどうやってこの料理を作っているのか尋ねた。しかし、誰も答えられなかった。皆が自分ではないというのだ。嘘を言っている様子はなかった。嘘をつく必要もない。皆が困惑していた。毒殺するわけでもないのにこんなことをする意味はないからな。それ以降、食卓にあの料理が出てくることはなかった。料理人たちが再現しようとも試みたが失敗に終わった。あれは何だったのだろうな。何なんだろう。不思議ですね。はい。前回、セロニカさんの口から出てきた話なんですが、はい。だからフォースプーン王国の世継ぎがいなかったのかっていうのは、この王様が、その
妊娠できるイコール女性だとバレてしまうから身ごもることができなかったから途絶えたんだなみたいな話をうんうんうん。してたんですけど、はい。なのででもその赤い豆、だからもしかするとそういう、なんか薬膳とかで、その、妊娠に良くないやつとかああ、なるほど。そういう、なんかがあるのかなって思ったりうーしたんん。まあ、で何かすよね。しらの作為があったのかもしれないですけど、なんかちょっと、うんそう考えるとちょっと邪悪な話ですけど、でも、まあ、なんです日本でも割とだからそのほおずきの粉とか多分飲んでたはずなんですよね。妊娠しなああ、くなるたしめにづらい。多分。へえ。いや、まあ、予想ですよ。ただその、まあ、ほおずきはね、私ね、間違って食べたことがあるので、味知ってるんですけど、とんでもなくやばいので、そうなんだ。だから多分あれね、どう料理しても絶対美味しくならないので、ま、だからほおずきではないのかもしれませんが、もしかすると別のものなのかなっていうことではあるんですが、もしそうじゃないとしたら、うん。その、己を偽って玉座に座らなければならない幼い、多分うん。あれですよね、多分王位継承の時、そんなに年いってなかったみたいな感じでしたものね。おそらくそうですスパイね。クを、なので、もしかするとその境遇を憐れんだ、中心のうちの誰かうん。が、料理人のその食事に紛れてこそっと出してうん。おられたご褒美のようなものであったという、その愛がこもったものである可能性ももちろんあるあるのかかな。なとは思いますけどね。スパイクを逃がしてくださったう方とか、ん。なんうん。かすごくなんでしょうね、一人徳は終わりなようだなっていうのは話を聞いてて思うので、うんうん。そう、そうちなみになんでですね。ほおずきの粉間違って食べちゃったんですか？粉っていうか、手まり寿司が、ホテルで出たんですね。はい。で、ちょうどその学校のホテル実習で、そのテーブルマナー講習のために行ったんですが、はい。その時に教師から、皿の上に乗ってるものは全部食えるって言われてたんですね。だからなるほど。全部食えだから全部食えって言われてて、で、うん。私はほおずきの見た目を知らなくて、はいはいはい。だから手まり寿司をそのほおずきのちょっと乾燥させて切ったものの中に入れてるすごい素敵な盛り付けだったのを、私はだから机の上に乗ってるから食っていいと思って食べたら、「うわ！」ってなって、で、隣の人から、「音花さんそれ食べなくていいんだよ、ほおずきだよ」って言うっていう、だいぶ騒然として、その後も教師から、「バカかお前は」って散々バカにされたんですけど、言い返しましたよ、でもその時ちゃんと。「先生が皿の上に乗ってるやつ全部食べていいって言ったじゃないですか」っつったら、「そういう問題じゃない」って言って、めっちゃキレられたので、それはそれでちょっとムカつくんですけど、だからなんか、まあ、ほおずきを知らない世間知らずのね、アホという感じの扱いを受けてはしまったんですが、私としてはやっぱちょっと納得いってないところがあって、食べていいって言ったもんって。うん。ね、で、しかも、まあ、調理を勉強するところにいたので、その乗ってるうん。やつを全部食べるっていうのも、まあ、勉強だから好き嫌いとか関係なく食べないといけないんだろうなって、まあ、アレルギーは別としてですよ。うんうってん。思ってたから、だから机じゃない、机の上に乗ってるやつ全部食べたらやばい。だからお皿の上に乗ってるものを全部食べていいって話だったし、で、それまでに乗ってたやつも全部食べれたんですよね。うんまあ、うん。添えてある何かしらとか全部食べれたんですけど、まあ、ほおずきは食べ物ではないです。未だにですね、高校時代の友人からはそれをネタに、「ねえ、風花ちゃんはでもほおずき食べたいやろ？」って、「買ってきてあげようか？」って言われるけど、「いらないです。あれはまずいからね、みんな食べない方がいいよ」っていう、鉄板ネタにされちゃったんですけど、まあ、でもそうなんですよね、ほおずき。で、まあ、コメント欄に書いていただいてる通り、なので、くのいちとかが任務の時とかに支障が出ないようにそれを飲んで体をああ。作るみたいな話があったりとか、もうだからほんとに昔の、もう倫理がぐちゃぐちゃなうんうん。時代の話なので、果うん。たしてそれがこのゲームにそんな意図で出てくるかどうかっていうところなんですけど、そうじゃないといいなと思いながら
ね、スパイク王のことを、大切に思っておられたどなたか、ね、大切な、中心の方々のうちの誰かが、そんな風にスッとね、出してくださってるやつだったらいいなと思うんですけれど。ですね。ちなみに今検索したところ、観賞用ほおずきにはアルカロイドという有毒成分が含まれていると書いてました。はい。皆さん食べないようにしましょう。はい、食べないでくださいね、本当に。てか、でもね、口に入れた瞬間やばいって噛んだ瞬間わかるので、あれはね、すげえですよ。舌が痺れるので。絶対毒物でしょ。いや、もう、あれはね、毒物だって一発でわかるので。はい。気をつけましょう。はい、気をつけてくださいね。はい。貴公や他の者たちは同時代の人間だ。我はここにおいて例外的な存在なんだろう。きっと貴公らには帰る場所があるのだろうが、我は歴史に消えた小国の王。果たしてムーンパレスから抜け出せても居場所はあるまい。知り合いは皆死んでいるだろうしな。それゆえか我はこの状況を享受さえし始めている。これは第二のせいなのだと考えてな。なるほど。まあ、そうですね。今戻ったとして、命が危ないと思うんですよね。そうですね。何からでしたっけね。なんかどっかの広告から、大国と大国の間に挟まれてる、重要拠点として狙われていた。だから本当に沖縄とかであったり、そのように歴史の犠牲になってきた土地のことをすごく思わせるような国のトップであられたということで、本当に、だからまあ今戻ってきたとて何ともないかもしれないですけど、まあまだ反乱分子がいるのであれば、それを落ち着かせるための人質にされてしまう可能性もあるので、まあだから政略結婚みたいな感じになって、こうね、取り込まれるってこともまあないわけ、絶対ないとは言えないっていうとこは若干あるので、そうだな。そうですね。どこまで話したかわかんないな。なのでさっき失われた雑談がさっきのやつだから、話すことがない。はは、貴公もついにへばったか。そうだな、小話をしてやろう。我が国の公爵に無類の話好きがいてな。たびたび友人たちを晩餐にも招待しては帰る暇も与えず翌朝まで喋り通していた。困り果てた友人たちは話し合い、ある結論に至った。すべてを話し尽くさせて空にしてしまえばいい。彼らは公爵を湖畔の屋敷に呼び出し、こう言った。我々はあなたの話を聞くために集まりました。そのための準備はできています。時間のことは気にせず、心ゆくまでお話しください。公爵は大喜びで席を切ったように喋り始めた。一日中食べながら用を足しながら眠りながら話し続けた。友人たちは辛抱強く彼の話を聞き続けた。そして6日目の朝またぎ、公爵は小鳥の最も美になる食べ方について弁舌を振るっていた。小鳥の足を掴んで全身を頭から丸ごと食べる様を身振り手振りで示していたのだが、ひどいな。この直後に顔がみるみる青ざめ、ゆっくりと口を閉じたらしい。皆が驚いて彼を見つめる中、公爵は両腕で己の首をひねって自決した。理由はわからない。死者からは聞くすべもないが、話題が尽きたからだというのが友人たちの見解だ。いやこれは単なる事実であって偶話ではない。故にここに教訓があるわけではないのだが、無理に話そうとする必要はないのだぞ。誰かと過ごすために話題が必要なわけでもないし、別に誰かと過ごす必要もないのだ。これはなんと王にふさわしき資源であるな。貴公よ、感謝するがよい。いや多分ね、話題がなくなったからとかじゃなくて、だから、まあなくなりかけてたっていうか、まあ繰り出せるストックが減ってたっていうのはあるんでしょうけれど、本来隠しておくべき路悪的な一面であるという、なんでしょう、まあだから褒められた趣味ではないっていう自覚は、あったけれども、勢いに乗ってそれを言ってしまったと。
で、再現までしてしまったと。で、己がそういうことをしてしまっているという愚かしいというか、あまりにも残酷で残忍な、趣味があるという話をしてしまったっていうことに対して、己がそれに対してどういう審判を下されるかが恐ろしかったとかじゃないですかね。でも確かにそんな気はしますよね。やっぱひどい内容だったので、ちょっと、はい。うちさん、コンカラスです。ほおずきは食用も一応ありますが、相当少ないはずです。普通に全ての話題を吐き出させようとした友人も怖いですが、悪意はなかったんでしょうかと。いや、まあ、悪意はあるんじゃないですか。なんかまあ、喋り好きの講釈に悪意があったかなかったかで言うと、その捕食行為については別として、話好きなだけであって、それを、だから、こちらの意思も尊重してほしいと、腹を割って指摘してくれるだけの友がいなかったというのは悲劇じゃないですかね。とは思いますけど。そうですね。やっぱり遠ざけられてたところはあったのかもしれないですね。主人公がみんなから根掘り葉掘り聞くキャラだと認識されてるの面白い。まあ、だから今まで、だから新参者であるがゆえの新鮮な風っていう風にね、捉えられてるかな、確か。のかもしれないですね。どうした聞こうよ。好きな映画とかってある？映画？そうか、ごめん、やっぱり大丈夫。それは、気候の時代の娯楽なのか。動く絵と音で、1、2時間の物語を、意外と説明が難しい。演劇のリアルタイムじゃないバージョンっていうか、その物語？ほう。我は物語が好きだ。それはきっといいものなのだろうな。そうだ、気候の好きな映画は何だ？私？愛の夢。喋るスイカに愛の夢を探すように依頼された探偵の話で、結局愛の夢は見つからないんだけど、探す過程でいろいろな人と出会ったり仲良くなったりして、それがなんかいい。なるほど。そうだな、仲が良いのは良いことだもんな。もしここから出れたら、我も愛の夢を鑑賞してみよう。教えてくれてありがとう。話題ニュース、反撃の雑談。反撃の雑談？でもなんか今、すごくこの愛の夢の主人公っぽくないですか？いろんな人と話していくうちに絆を深めていくっていう。そうですね。というか、実在の映画なのか？もしかしてで、藍色っていうのがまた、示唆的というか、空の、夜空の色とかね、藍色とか紺色とか系の、ミッドナイトネイビーとかそんな感じなので。っていうか、喋るスイカ？喋るスイカに依頼された探偵って言ってたでしょ？言ってましたね。何喋るスイカ？不条理に程があるでしょっていう。いやね、ただ今ね、我々喋るスイカと言われるとやっぱフリーパレスチナなので、はい。そんな感じかな。でも愛の夢で検索するとなんかこのゲームしか出てこないので、おそらく創作ですね。はい。けどもしかするとなんかあるのかもしれないですね。何かしら考察に使える要素だったりもするのかな。ちなみに人の愛するの愛の方で愛の夢っていうのはリストによるクラシック曲らしいです。ピアノの曲だったかな。コメント欄に喋るスイカがいる。じゃあ反撃の雑談を繰り出してみるか。以降もムーンパレスに至って少しは経ったが、ここには慣れてきたか？そうだね。完全に受け入れてはないけど、慣れちゃってきてるかも。試験があるのに。そうか、不本意ではあるだろうが、それは良かった。キコはたくましいな。そうかな。たくましいなんて初めて言われたかも。それは意外だな。ぴったりな表現だと思ったが。それなら普段は周囲の人に何と？
なんか自分で言うのもあれだけど、変わってるとかグイグイ来るとか、それも間違ってないな。はっはっは。なるほど。まあでも、関係性を築いた相手でないと、その言い方はやっぱ部別的なワードチョイスなので、まあ、仲いいご友人とかから言われてるのであればね、いいかいいかな。やっぱね、変わってるねっていうのって、やっぱ、それだけやっぱちょっと、危うい表現ではあるので、実際でもね、変わってるよな、お前なっていう、友人同士であったら成り立つんですけど、初対面の相手で変わってるよねっていうのはそれはまあ失礼ですよね、かなり。明らかな攻撃なので。はい。ってことで、セロニカさんにも反撃してみますか。ここでは本を読めないのが悩ましいですね。僕は趣味といえばそのくらいだったので、ここではやることがなくて困ります。あなたはここに来る前にやっていた趣味などありますか？趣味、趣味、趣味すみません。別に趣味がない人もいますよね。いや、そんなことはないはず。なんだけど、勉強の合間に窓から星を見ること。おお、それは素敵な趣味ですね。ありがとう。火星が見やすくておすすめなんだ。そうなんですね。きっと僕もやってみます。戻れたらですが、ここには月しかありませんからね。薄暗い雑談？何が、戻れたらっていうあれなのかな。で、またなんかその、半分染まってる感じがなんかあれですね。ちょっと怖い。示唆的。で、火星か。火星はね、本当に赤いので、確かあれは肉眼で見れる見えますね。はず。金星も見れるん見えます。ですけどね。はい。だから、明けのここ明星なので全く星がないっていうのは、やっぱり地球とか別の次元にあるのではないかという推測になりますよね。そうですね。で、しかも月にそのクレーターがなくてつるっとしてるように見えるっていう話が、確かスパイク王から出てたはずなので、やっぱ何かしらここは隔絶されたところ空間なのかなという。なのかな。で、あと、まあ、今日聞いたお話だけでも、セロニカさんとスパイク王には共通点があったじゃないですか。向こうの世界に戻っても己を待ってる人なんていないっていうそうですね。一応あのんまり身で、寄りがないとか、だったので、もし、まあ、で、スパイク王も確か王家の子孫は一人だその王族が一人だけというところでの即位だったはずなので、まあ、身寄りといえばいないっちゃいないのかなっていうところではありますし、で、ガラスパンさんもね、大切な方と一緒にここに来ちゃってるので、まあ、なので、チェネズさんとガラスパンさんからも同じような話が出てくるのであれば、そこが共通点になる可能性はあるのありますね。あと、反撃の話題ってあれですね、多分ずっとこっちから聞いてばかりだったので、向こうから問いかけられるっていうのが反撃の話題なのか。なるほど、そういうことなのか。かなと思って。職場の同僚の父親が所有する小さな倉庫が火事で全焼したことがあって、その同僚に、よかったら週末焼け跡を見に行かないかって誘われたんですよ。同僚がどうして僕をそんなことに誘ったのかはわからないのですが、その奇妙さに惹かれて週末、彼女が運転する車で焼け跡まで向かったんです。倉庫は寂れた町の外れにありました。それはきれいに崩れ落ちていました。火事が起きたのは僕たちが来る2週間ほど前でしたが、辺りには未だにすすの匂いが漂っていました。特にやることもないので、僕は拾った棒で焼け跡を掘ったりしていたんです。そこで、炭化した大きな木の板をひっくり返すと、すすの中に
なぜか新品同様のハードカバーの児童文学があったんです。奇妙に思って本を拾って同僚に店に行くことにしました。同僚は自動車のそばにいました。そこでつまらなさそうにタバコを吸っていたんです。そこで僕は思ったんです。あ、彼女ってタバコを吸うんだ。職場は禁煙だし、知らなかったなって。うん。あ、終わり？終わりです。ええー今の話題だいぶちょっと怪しいんじゃないですか。どういう、えなんか変な話しすぎる。変ですよね。まあ、その焼け跡からなんか見つかったのも変だし、それで、なんだろう、その後の彼女の反応とかも何もセロニカさん言ってないし、うん。何その人がもしかして火つけたのって、なんかタバコだとそれを連想させますよね。だから、そうですね。だから、タバコのポイ捨ての可能性はある。あるんじゃないですか？うん。でも、でも父親の倉庫だから、でもどの程度来てるかがわからないのであれなんですけど。さらにまていうかどろみの雑談が手に入った。雑談、まどろみ。ああ、どうしたの？いえ、特に何も。心配させてしまいましたね。ムーンパレスにはぼんやりとした人の気配と、弛緩した空気が漂っていて、自分と世界の境界が曖昧になっていきそうになりませんか？それで、無意識に声が出たんだと思います。ぼーっとしてたってことだね。そういうことですね。なんか夢うつつって感じですね。本当にまどろみの中で、そうですね。漠然とした不安というか。みたいな。ちょっと行ったり来たりしてるけど、先にキングに聞いておきますか。はい。あ、そうか、薄暗い雑談もしてないですよね。そうですね。セロニ反カさんか撃がら確かキングからもらったから、ので、はい。王城というものには数百年分の怨念や陰謀、憎悪や執着が染みついているものだ。故に、いわゆる怪談には事欠かなかった。そして奇妙な噂を共有するのは、使用人や兵士の気晴らしの一つとなっていたようだった。壁の中ですすり抱く侍女、天井を歩く王、階段を上り下りする水滴。まあそのようなものが無数にあるわけだ。我が聞いた話の中で興味深かったのは五つ足のダンスの噂だな。深夜に北の回廊を歩いていくとどこからか美しい旋律が流れてくる。そして旋律に合わせて何かが不思議なリズムのステップを踏んでいるのが聞こえるそうだ。それでそのステップを踏んでいる何かはどうやら5本足らしい。リズムからしてあれは5本足で間違いないと回廊を警備していた兵士は言っていた。決して身の毛もよだつ話ではないが、5の足のリズムと表現した兵士の感性が気に入っているんだ。なるほど。でも、本当に5本かどうかはわからないそうですね。けれど、それを総評した兵士の感性を気に入ったっていう5拍子だったんですかね。そうですね。ポットトトトトトみたいな、なんか、いや、わかんないけど、5拍子が。そうですね。あの、2人で踊っていても4つですけど、でもそのヒール履いてたら、ピンヒールでカッてして、その前のところでドンってするので、頑張れば5つあるように聞こえるような踊りは踊れるのかもしれないですけれど、だからもしかすると文化圏が違う、だからただその異国から来た誰かが自分の故郷を持って踊っていたダンスが、このフォースプーン王国になくて、それでだからさも5本足で踊っているような音が聞こえるっていう
うん可能うん。性はあるのかな。あと本当に、そうですね、うんうんうん。やっぱ王とか城とかやっぱ権力争いであったり、で、あと狭い閉鎖されたコミュニティのね、うん。次女っていうか、そういう使用人たちのコミュニティは閉鎖されてるので、うんうん。やっぱそういう陰惨な話とかは多いですかね。ですよね。なので、加害でもそれを恐れるのは基本的には、話を聞かされた側と、うん。その元になったものとか心当たりがある加害者が怖がるっていうものだと思ってるので、ですね。あれなんですこの王けど。うん。様はね、そういう立場ではないかうん。ら、別に恐れてはいなかうん。ったんでしょですね。うね。ふーんって感じだったようだから割とリアリストですね。うん。うん。ムーンパレスに至るまでは、我は腐ってもほとんど偶像でしかなかったとはいえ、忙しかった。偶像だからこそとも言えるだろうがな。ここに至った当初は当惑したよ。もちろんこの状況自体にというのもあるが、何をすればいいかわからなかったんだ。しばらくは後から来たはずの我がガラスパンを慰めたりしていたが、それも落ち着くと、とうとう時間に余裕ができてな。正直、なかなか王をしていた時より楽しく過ごせたよ。小難しい考え事をしてみたり、ぼんやり天井を眺めたりな。そうでしょうね。やっぱ気を抜くことができないでしょうからね。立場まあ、にいらっしゃったから。命を狙われるとかもそうですけれど、秘密を抱えてるっていうところもね、あられると思うので、しんどかったの。だからやっぱ作り上げられたスパイク王を演じていたので、しんどかったというか、だからでもその仮面をかぶったままここにいてもどうしようもないし、じゃあどうすればいいんだろうっていうところですごく、なのでやっぱ王も王でこちらに来た時すごくしんどかったのかもしれないですね。あと BGM なるのあれですかね、ガラスパンさんだけですかね、来た時なるの。ガラスパンさんだけじゃないかな。ツェレーズさんなってたっけ？ちょっと確認してないけど、セロニカさんとね、スパイクス王はないんですよ。でも、ガラスパンさんだけなるのでバグではないですね。わざとだと思います。やっぱ何かしらね、何かしらの鍵を持っておられるような感じはしますものね。そうですね。だから、失われた雑談まで確かしましたよね。確か。なので、どうだったっけ話すことがないから言ってみよう。元いた総会ではそうですね。そんな時間取れなかったんでしょうね、王様はね。そうだろうさ。君もここに来てたら、しばらく経ったものね。私も何度もそう思った。そう思ったものだし、これからも思うだろうな。でも安心していいよ。やがて、今まで何を話したのかすら忘れにいくから。そして、何度も新鮮に同じ話ができる。ありがたいね。確かに1週間もすると話した内容を忘れているな。私話した次の瞬間には忘れてるので、本当に私ここに行くとやばいですね。同じ話しかしてないってなりそう。なるほど。ね。主人公か。こっちかな。好きな動物っている？好きな動物？そういえば、もう途方もない時間、人間以外の生き物を見ていないのか。せいぜいドリンクバーのペンギンソーダのペンギンのイラストくらい。前なら猫とか答えたかもしれないけど、今猫を見たとして、これまでと同じ感情を抱けるか、わからないな。何も感じなさそう。いや、逆にめちゃくちゃ感動して、何の動物見ても号泣するかもしれないね。
そっうか。まあだからまあイラス心が死んでるというかうんまあだから感情の機微がないからうん振り幅がないのないでですね。ぐわんとだからここになかったはずの何かを見てぐわんと振り幅が大きくなった時にやはり感情が大きく久しぶりに動くとやっぱ涙って出てくるものではあるので、もうまあこの状況でね、だからまあちょっとメタかもしれないですけど、現実だったらおそらくもう完全に心が皆さん壊れちゃってるんじゃないかなという気がするので、でもやっぱりそのまあ理性を保ってこうやってね、ある程度喋れるっていうのは、まあ複数人でね、こうやって喋れる環境だからっていうところもあると思いますけど、何らかのやっぱり SF ファンタジー的な何かがあるんじゃないかという気はしますよね。はい。まあだからそうやって壊れられない事情が実はある。己を保っていたいと思える何かが、本当は執着してる何かが本当は胸の中にあるのかもしれないかなとは思うんですけど。でもそうですね、現実に戻っても現実感取り戻すためにかなり時間がかかると思うし、いや現代社会において心が壊れると生きるのに支障が出るんですけど、ここでは逆じゃないですか。でもそうですね、その方が楽って言えば楽ですよね。なので今心が壊れていることをムーンパレスに限って言えば、生存本能より出てきた結果とも言えるので、心が死んでいる状態は実は生存のためになっている。現代社会では、心が死ぬともう生きていけないぐらいやっぱしんどくなるので、すごくたくさんの、支援とか助けとかが必要になってくるっていうぐらいやはり、社会で生きているのでね、ムーンパレスの中にも小さいながらコミュニティがありますけど、人間は基本的にやっぱ社会に属して社会の中で生きていく生き物なので完全に一人では生きられないので、そうだな。そんな感じはしますかね。特にガラスパンさんにおいては一番話したかった方がねっていうところですからね。このグラスの主が。はい。風花さんあれだったら水とか飲んでくださいね。すいません。水分取ります。その間に、伊沢さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。コンカラスです。そう、数千年を経験したらね、戻った時にどういう時間感覚になってしまうのかと。まあ、多分、現実、だからちょっとリアリティ的に考えると、こういったね、洞窟とかに、とか宇宙空間で、何日も過ごすみたいな実験って結構実際に行われてるらしいんですよ。前回ゲームやった時ちょっと私興味出て調べてみたんですけど、でも最大でもやっぱり500日ぐらいしか、耐えられないというか、ちょっと危険だからやめようっていう感じになったらしくて、別にその心がみんな壊れたりとかはしないんだけれども、やっぱり時間感覚を失ってた人が多かったみたいですね。はい。戻りました。で、お疲れ様です。ありがとうございます。だからやっぱ人間不老不死への憧れとかがありますし、それを得るためにね、黒魔術的な黒魔術って言っちゃいかな、ダークネスマジック的なことをして煮えを捧げるなりなんなりとかしちゃって、世界をねぐちゃぐちゃにしちゃう断りを犯そうとするわけですけど、実際人間は英語を生きるようには作られてないっていうのが私の理論でして、だから変わらないものに対する安心感と執着っていうのはあるんですけど、またそれとは逆に変わっていくものに対する好奇心であったり羨望というものもあって、だからどちらも怖いんですよね。変わるのも怖いけどこのままずっとっていうのも怖いというか、ただムーンパレスだと本当に何も変わらないので、だからそれこそドリンクバーで今日はペンギンソーダ飲んだから今日はガラスの雫にするかみたいな、ガラスシロップにするかみたいな感じだったりとかするんだろうなって思うので、人間は感情の生き物なので、なんか最近はね、感情をあらわにすることに対する
なんか霊障とかありますけど、もちろん感情の種類とか、表し方とか矛先によっては褒められるものではないし、逆に責められるべきにもなっちゃったりするんですけど、基本的には感情で動いていいと思うんですよ。基本的にはね。で、その感情が己にどういう変化というか、をもたらしているか、己をどういうふうに動かそうとしているかを、そこで理性で見極めて、どう動くかというのを決めるというところだと思うので、そうなんだよな。ねピーター・ティール。そう、悪いやつはなんで不老不死になりたいんですかね。いや、なんかね、ほんと、生産性とか成長するみたいな社会で不老不死求めるのは地獄味が深いので、普通にムーンパレスに移住していただきたいし、イーロン・マスクは火星に行けと私はずっと主張しているんですけども、誰も止めないから火星に行ってほしいね。はい。火星はね、西洋占星術的に見ると争いの星でして、はい、元になってる、元になってるアレスっていうギリシャ神話の神が当てはめられてる、戦の神が当てはめられてるんですが、ギリシャ神話の神って、すげえ悪い面とか、すごい性格してたり業の深かったりとかする神多いんですけど、ありますよね。でもね、反面いいことしてたりとかいいように作用する神がほとんどなんですが、アレスに関してはいい話が一個もないんですあいつ多分ねあいつぐらいじゃないですか、扱いがめちゃくちゃ悪いの。ローマ神話のアレスに相当する戦の神はマルスなんですが、マルスはローマの方々、ローマの方々から信頼というかすごく愛されているので、同じ火星で対応していてもギリシャ神話においてはアレスはその破壊神なんですね。というか、侵略戦争なんですね、火星で。なので何かを守るための戦っていうのはアテナが司ってるんですよ、ギリシャ神話だと。でそのアテナのモチーフというか象徴がオリーブだったりするので、そうなのでアテナのね加護のもとパレスチナが平和になるように私は祈らざるを得ませんね。そういえば君はムーンパレスから帰りたいと思ってる？帰れるなら試験もあるし。なるほどね。でもさ、このまま帰らなかったらそもそも試験なんかする必要なくなるんだよ。それでも帰りたい？ちょっと意地悪言っちゃった。試験は私にとって重要な意味を持つものだから、受けることそのものに意味があるっていうか。まっすぐだ。眩しい。何の試験なんだろう。何なんですかね。学生さんなんだと思いますけど、主人公。幼少期にちょっと変な出来事があって、実家には妹が大事に世話している青いインコがいたんだけど、確か名前がアジサイとか言ってたかな。青いからある日ケージから出した時に部屋の窓を開けてたとかでアジサイが逃げちゃって。よく迷子犬とかである感じで電柱とかにアジサイの写真付きの張り紙を貼っておいたんだ。それで1週間後くらいに近所の人がアジサイを見つけてくれたんだよね。それで解決したと思ったら、また次の日に別の人からインコを見つけたって連絡が来たんだ。確かめに行ったらそっちもアジサイにそっくりでさどっちが本物かわからないから結局どっちも引き取ることにしたんだ。これで終わりじゃなくて、さらに3日後くらいに同じような連絡が来て、アジサイが3割になったんだ。本当にクローンみたい。
結局、どれが本物のアジサイなのかわかんないんだよね。あるいは、全部本物なのか。誰かのいたずらであってほしいよ。そうじゃないと怖いし。青いインコってそんなにいっぱいいるものなんです？いや、あんまりだって同時期に、まあ同地域で、まあ同じ色、同じ模様のインコが、まあそんな3匹もいるってちょっと考えづらい偶然ではありますよね。で、アジサイくんたちがね、ドッペルゲンガーって同じ人間に 3人会うとやばいんでしょ？だからアジサイくんたち3匹目が来た時点でやばいんじゃないですか？大丈夫大丈夫だったのかな。でも引き取ったって言ってるだけってことは多分、だから別にみんな生きてたんじゃないかなという、てかタイムラインにもなんかアジサイがどんどん増えているけどね、アジサイくんがいっぱいいるじゃないですか。いや、カラスマさんの友達かな。いや、でもね、アジサイか。アジサイが色が変わる原理ってご存知です？あれ何でしたっけ？土の酸性アルカリによって変わるんですよ。なるほど。はいはいはい。なので、同じアジサイの株もらってきても土壌が違うと同じ色にならないんですね。なので、アジサイって言われて青色が出てくるのっていうのはちょっと不思議だなと思って。大体は紫とか、まあちょっとピンク紫とかだと思うんですが、青にアジサイってつけるっていうことは、でもどっちがどっちだったっけな。青、どっちがアルカリだろう。でも青のアジサイもありますよね。もちろんありますね。美しいんですけど、なんか、だから、青だからアジサイって、なんか他にも青のお花いっぱいあるのに、わざわざアジサイって名前をつけるっていうところもなんかちょっと面白いというか、やっぱね、なんかいろんなところになんかこう伏線隠されてそうで、何でもかんでも伏線に見える状態なんですけど、今。いや、でもさすがにアジサイは関係ないだろうけど。アジサイを青く咲かせるには酸性の土が必要らしいです。酸性か。なるほどな。なんか私の実家の周りに確か生えてたアジサイは全部紫だったので、多分アルカリ性なんでしょうね。だから酸性、なんか雨が酸性になってきてるとかっていう話が地球の環境をぶち壊してるせいで、そういうことになってるので、やっぱ土壌的にだからアジサイがやっぱ酸性に傾くことが多いみたいな。だから肥料とかでアルカリ性にしたり中性にしてみたりだとかってするんですけど、ちなみにアジサイの花言葉はご存知ですか？あれ何でしたっけ？なんかありますよありますよね。なんだっけ、独特なあれが。そうなんですよ。心変わりとか心移りなんですよ。色が違うから。そう、色が移ろうからなんですけど、でもね、割とね、でも心変わりっていうと、女心と秋の空とかって言ったりとかするじゃないですか。あんな感じで割と女性の心変わりばっかりフォーカスされてて、アジサイもまあ女心とまでは言ってないけど、やっぱ割と話に上がってくるのは、やっぱ女性の、まあそんな風に言われちゃったりするので、誰でも心変わりはすると思うけど、その心変わりしたとして誠実に対応してたら別にいいんだぜって思いながらではあるんですけどね。ただ本当にアジサイはあれですかね、もうすぐ6月にはまた美しく咲くのかな、梅雨時期なので、楽しみではある。タイムさん、コンカラスです。遅れながらこんばんは。ということでありがとうございます。すいません。はい。ということで最後の聞いてみるか。なんかさ、眠っているわけではないけど、意識が空白になっているようなことってあるよね。人の話を聞いているとき、傍から見れば相槌を打って真剣そうなのに、相手の話が終わった後、自分が話を全く聞いていないことに気がついたりさ。ふと自分が長い間考え事に集中していたことに気がついたのに、何を考えていたのかも、すでに忘れているようなあの感じ。ムーンパレスでは眠れないけど、時々
意識が空白になるようなことはあるんだよね。いや、突然こんなことを話したのはさ、君とセロニカがムーンパレスにやってくるまでの結構長い間、しばらくみんな誰とも関わらず自分の席に座りっぱなしだったから。私も含めてみんな意識が空白だったというか、起きてはいるけど気を失っていたのかもなって思ってさ。なんかまとまりがないな。自分でも何を話したいのかよくわかってない。私、まだ気がついてないだけで気絶してる？いや、ごめん。何なんだ。ただ、ラテラさんを失ってからが空白なだけなんじゃないかとも思ったんですけど、ただラテラさんがいなくなってから、スパイク王が慰めてくださってたって話先ほどされていたじゃないですか。なので、っていうかでラテラさんがいた時にはラテラさんと話してるはずなんですよ。そうですね。話の流れ的に。だからもしかするとだからでもそうだな。でもスパイク王的にはあれですかね。もうすでに自分が来た時にはラテラさんがいなくなってたんですかね。どうなんだろう。多分入れ替わり違いだったような感じですよね、おそらく。だからスパイク王はラテラさんと面識ないっぽいから、ラテラさんっていうガラスマンさんと一緒に来た人がいたんですけど、ラテラさんだけが消失して消えてしまって、何が原因かちょっとまだ明らかになってないんですが、その直後に、スパイク王が転生してきて、でスパイクさんがガラスパンさんをしばらく慰めてたと。でその後、結構長い空白の時期があって、セロニカと主人公が登場してから、ちょっとまたね、活気づいたというような感じですよね、おそらく。私もね、人の話を聞いてる時にね、いつもなんかすぐにその話を片っ端から忘れていくというのは記憶にあるんですけど。いや、そうだ、やりますよね。やっちゃうんですよね、割と。だから動画とか見ててもね、途中で意識が飛んでて、動画の再生時間を見て、私はこの時間この動画を見ていた記憶がないみたいなことになったりとかするんですよ。だからそれはわかるんだけど、でもあまりにもやっぱ1000年とかって時間が途方もなさすぎるから、ツエネズさんとかラスパンさんはどうやって過ごしてたのか、スパイク王もですけど、スパイク王はなんかね、空想しながら過ごしてたとか、なんとなく説明はありましたけど、ちょっとやっぱり2人には謎が多いですよね。そうですね。ただ、スパイク王もその境地に至るまでの間はだいぶだから王として表に出さないスキルがあるだけで、そうですね。本当はすごく心乱されておられた可能性はありますね。あるのかな。でエントランスは調べたし、クリカブルポイントもないし、もしかしたら何かまだ間違い探し的に隠されてる可能性はありますけど、ちょっとわかんないですね、まだ。ガラス見る限りはガラスっぽいけど割れないってことですよね。やっぱりツエネズさんはこれ音楽あるんだな。でも間違った。キングの方にも流れてるから、先にガラスパンさんの方に行けば音楽が流れるようになるのか。多分ガラスパンさんのところに行ってから流れますよね。なんか意味あるのかな。もしかして何か意味があるのかもしれないですね。そしてツエネズさんには聞かなきゃならないことが山ほどあるんですけど。そうなんですよね。ツエネズさん怪しいね。怪しい。失われた雑談まではでも聞きましたっけ？ちょっと聞いてみるか。なんかツェネズさんの前に別の人言っときますかみたいな感じで言った気がしてたから、ちょっと待って、前回の見直してる時に話題のリスト作っておくべきだったな、これ。ちょっと聞いてみて、読んでたら飛ばしてっていう感じでいきますか。そうですね。ファッションのことがよく分かってないのですが、友人が
私を着せ替え人形のようにしていろいろな服を見繕ってくれます。ですから、私は同じ服を着ることがほとんどありません。今はこのような状況なので、ずっと同じ服なのですが、まだ少し変な感じがします。これ聞いてなかったですね。聞いてないですね。おやおや。もう友人が、まあ、前の世界でいたということですね。いらっしゃったということですよね。だから、怪しさレベルが少し下がったな。ささやかは聞いたっけ？最近はここでじっとしていると、あなたが歩き回ったり、他の方と話しているのがうっすらと聞こえます。これは聞きましたね。聞きましたね。今までで一番賑やかだというところですね。なるほど。ここまで聞いてたんだ。だからじゃあ話すことはないからアタックしていくのか。はい。そうですか。もし何もやることがなくて困っているなら、私のお願いを聞いていただけませんか？お願い？さっきの流れあれですよね。やることないならって言って間違い探し出してきた時の流れっぽくないって思ってたんですけど、突然お願いになりましたね。近いですね。暇じゃないの時にあれか。暇じゃないの時にそう間違い探しくれたんですよね。聞いていただけるのですね。コーヒーを持ってきてほしいんです。外にあるドリンクバー。きっと故障中と書いてあるのがありますよね。それは本当は壊れていません。だからそれを使ってコーヒーを入れてきてほしいです。ドアの前に置くだけで大丈夫ですのでお願いします。クエストが壊れてないのに壊れてるって書く理由は何なんですか？何なんですかね。っていうかドリンクバーってだから絵本の内容とも関連してんじゃないかっていうドブドブと何かを注ぐみたいな、だからあそこにはやばい液体が入ってるのではないかという推測が成り立っていたんですけど、だからこそのね、コーヒーは別口だから飲めるみたいな、可能性はある。確かにツエネズさんだけがおかしかったんですよね。好きな飲み物にドリンクバーのリストにないもの、コーヒーをあげてたんですよ。そうなんですよ。だからコーヒーとか好きって言ってたんですよね。確かに伏線はあったんだけど、まあとりあえず行くしかないですよね。ただその前にちょっと話を聞いておきますか。そうですね。ねえ。はい。好きな食べ物ってある？ありません。食べることがあまり得意ではなくて。そっか。食べることがあまり得意ではない。ここでは眠れないって言ってたので、ムーンパレスの特徴上眠れないということのようなので、それだけでやはりちょっと人間離れしてしまうんですよね。文字通りに。睡眠できないと本当に人間は壊れるので、でそれに加えて食欲があったらとかも失われてるんでしょうね。確かに。多分ここにいるとやっぱね、食欲満たしようがないので、ペンギンソーダで肉を食べてる気分になるみたいなことしかできないでしょうけどてか肉味のソーダはちょっと飲みたくない、飲みたくない。前回言ってたけど、そうですね。しかも間違い探しの絵本からして、ペンギンソーダだいぶ怪しい飲み物だということになってるので、我々の中で。だから余計に飲みたくないので、ってなるとやっぱりね、欲求失って、だからやっぱ心を殺しておかないと、心が震える何かを求めるっていう人間というか、生命の本能を出してしまうとしんどくなっちゃうのかなっていうことは、
あとは、あれですね、食卓にいい思い出がないと恐怖症になるんですよ。一緒に食べることだったりだとか。あと、給食でひどい。い目に遭わされたりとかうですね。トラウマ晒しでね。物のように言われたりだとか。うん。私もそうだったので、だから割と食べることが、そうですね、私も得意じゃないんですよね。食べるのがしかもめちゃめちゃ遅いので、待たせちゃうんですよ。で、それでね、まあ以前、何個か前の職場では、昼休みにも電話がかかってくるのに、そんな悠長に食べてんじゃないよって言われて、昼休みってなんだよって思ったことがあるので、本当に、やべえ職場だ。やばかったですね。まあでもあれはね、上司から言われてたんじゃなくて、教育係からそういうふうに言われてたので、教育係が最悪だったっていうことなんですけど、その方もその方で本当にね、昼休み中でも関係なく動いてるし、昼休み稼働した分、じゃあ休んでいいよとはならないんですよ。確か。だからやっぱ、良くないと思います。はい。まあ、だから食べないのは自由ですしね。で、フルーツバスケットの登場人物に食べることと寝ることが苦手というキャラクターがいて、初めて読んだ時はそんな人いるってなったけど、年取っていろんな人のこと知ってくると全然いるなと思いました。フルバーってあれですよね。庵野秀明がアニメ化したやつですよね。それぐらいしか知らない。そうなんですか？そうですよ。確か。少女漫画。名前しか知らないんですよ、実は。そうなんですね。全然知らなくて。いや、多分なんかアニメがあるのは知ってたんですけど、多分ね、見てないかな。まあでも、そうね、食べるも寝るも、やっぱ生きる、人間というか、生命の生命活動に直結してるので、それができなくなるっていうのは、やはりムーンパレスにいる方々をどんどんその人間たらしめる何かを奪ってるというふうにも捉えられる。だから神様製造機的でもあるよなと。まあ神もね、飲んだり食ったりしますけどね、あの人たち酒が好きなので。そうですね。あれですけどね。あなたには苦手なことってあるんですか？創造性を求められることとか、なんていうか、目標を達成するためにタスクをこなしたりするのは得意だけども、そもそもの目標を設定することができないというか、この目標を設定する能力を創造性というかはわからないけど、あとはあれかな。あれ？じっとすること。なるほど。納得感がある。最初のシリーズは大地秋太郎さんだったんだ。すいません。ちょっと、あれなんで名前覚えてたんだろう。ちょっとごめんなさい。間違えてしまったけど。いや、でもやっぱ、リメイク版で評判が上がるか下がるかは、やっぱだいぶね、まあ、もちろん時代もあるでしょうけど、クオリティだけじゃない何かが大事ですよね、我々からすると。もちろんクオリティと共存してはほしいけど、それ以上にやっぱ人権感覚がある人がいいですよね。そっか、タスクをこなしたいから試験を受けるっていうことが大事なんですかね。そこにこだわってるんですかね。まあ、目標を設定するのが苦手だから、まあ、だから、まあ、大目標が苦手なんだとすると、だから、試験でその資格取得であったり、試験を合格すること自体を小目標に据えるみたいな感じで、さらに細かい、タスクを作るということが、まあ、いいっていうふうになるのかな。この部屋は狭くて、窓もなくて落ち着きますが、時々不安になるんです。もしも、私が勇気を出して部屋から出たとして、あなた方の姿がどこにもなかったらと、あなたの声も私の恐怖が生み出した幻聴かもしれない。そうだった場合、その時、私は何を恐れるべきなのでしょうか。気持ち的にはわかるけど、
ありもしない敵を恐れるっていうのは本当に追い詰められてる人間性あるあるはありますよね。そうですね。ゼネズさんがやっぱ何を怖がってるのかいまいち曖昧なんですけど、そこは怪しさでもあるんだけど、でもやっぱり本当対人恐怖もあるのかもしれないですよね、苦しみはあるかもしれない。ただ、前回までは友人の姿がちらっとも出てこなかったじゃないですか。そうですね。でも今回聞いてみたら、着せ替え人形にされてたっていう話が出てきたので、その方とは割と相手の方がグイグイ来てて、ゼネズさんの方はははってなってこう流したりとか受け止める側かもしれないですけれど、少なくとも嫌じゃなかったんだろうなっていう空気ではあったので、そうなるとやっぱその限られた誰かとその少ないだから量より質っていう言い方を人間というか生命に適応するなって感じではありますけど、雑に言うとそんな感じというか、たくさん友達がいるっていうよりやっぱ一人親友がいることの方が、人生の QOL を上げる場合もあるよっていうところの方なのかな。特にやっぱ苦手だからこそ、その一生懸命一つの絆を育てたということかもしれないですしね。正直なところ、ここにやってくる前も今と変わらないような単調な暮らしでした。いつ始まり、いつ終わるのかも曖昧な繰り返しが続いていくんです。だから私はこの状況を恐れてはいても絶望はしていないのかもしれません。慣れているんです。そうですね。屋敷の中で本読むって言ってありましたっけ？植物育てたり、本を読んだり、なんかこうね、お茶をしたりみたいな感じなので。そうですよね。だから前回の入った町の外れで屋敷で住み込みで管理人をしてて、なんか獣が入り込んでくるのが恐ろしかったけども、ストーブの横前で本を読んだり植物を眺めたりしてたという話ですね。狡猾な獣か。狐、ずる賢いの象徴でいくと狐なんですよ。割と日本だけでなく欧米でも割とそういう風に扱われるので、ルノルマンカードっていうトランプの原型になったみたいに言われてるカードがあるんですけど、それの狐のカードもその嘘とか裏切りとかそういう狡猾さとかずる賢さとかを示すカードだったりするんですが、ただ中に忍び込んでこようとする狡猾な獣って、だからセネズさんに依頼してた方にとっては、なんか獣と抱きするような何か生命体だから人間の可能性もあるっちゃあるのかなと思いますよね。さてドリンクバー行くか。来ちゃいましたね。普通のグラスまだたくさんある。誰が補充しているのか。左から順に砂糖、ミルク、ガムシロップ、ミルクだけが切れている。ミルクはあるか。話題になるんだ。突然おかしくないです？前もありましたっけ？いや、多分調べてなかったんじゃないですかね。他のやつも確か飲んでないんですよね。だからペンギン以外も飲んでみるか。柔らかくて甘酸っぱいガラスシロップ。とろみのあるレモン水という感じだ。ガラスシロップ、名前はあまりしっくりこないかも。これやりましたっけ？いや、でもガラスで甘酸っぱいのはなんでなんだろう。なんでなんでしょうね。白銀水。水だ。白銀は見た目だけ。ただの水なんだ。で、黒い酒はあれですね。ガラスパンさんがずっと飲んでるやつですね。ほのかに甘い。まろやかで飲みやすいアルコールが入っている感じはしない。喉が温かくなってきた。ということは、ワインとかがすごく熟成された可能性はあるのかな。
第一のスープは複雑でよくわからない。一瞬だけ生臭さも感じる。これもかよ。ちょっと塩気もある。でも美味しい。さらさらと入っていく。で、これはあれですね。キングスパイク王がそ好きなやつですよね。だからまあ複雑だから毎回違った味がするから面白いっていう、まあ、感じでしたよね。あれがあるかな。日の涙は冷たい。味は梨に近いかな。飲み込む前にシュワシュワと口から消えてなくなった。不思議だ。泡付きって感じなのかな。リンゴジュースだ。美味しいね。これだけはリンゴジュースなんだ。わかりやすい。まあ、リンゴで深読みしようとすると、リンゴって罪の果実じゃないですか。まあ、聖書のあれですけど。なるほど。聖書アダネタの可ムとイブ能性もある。なので、しかもそれが一番の知識人である、確かセロニカさんが、そうですね。あれですよね。好きだって言ってたの。リンゴジュースは見たことありますよねみたいな。だからあれ飲みますねって言っておられたので、もしかするとなんか知恵とかから来てるのかななんて思ったりはしたんですけど。ゴブリンさん、コンカラスです。ラスです。キツネやウサギですかね。おとぎ話ではずる賢いイメージがあります。なるほど、ウサギ。まあ、不思議の国のありすみはなくはないけど、そっか。それもあるのか。でも、故障中っていう札を貼った意図として、コーヒーを他の人たちに飲まれて亡くなるのは怖いっていうのかと思ったんですけど、でもよくよく考えたらですよ、ドリンクバーのそのガラスのコップとかも、中身とかも補充されてるんですよね。だからコーヒーがなくなるはずないのに、なんで故障中ってわざわざ貼ってるんですか？それがわかんないですよね。というか右端の装置何なんだろう。駅とだけ書かれている。ボタンを押しても何も出ない。やめといた方がいいな、これは。はい。で、真ん中の装置か。ツエネズの言っていることが本当なら壊れていなくて使えるらしいけど、大丈夫かな。洗濯になった。嫌な予感がする？嫌な予感がする。これ待って、あれですか、これストアに書いてあったあれじゃないですか。分岐ですね。重大な選択ですね。でもまだやめておくだからボタンを押すしかないんじゃないですか。だってもう会話も全部終わっちゃったし、だからミルクが出てきたでしょ。はい。でもミルクがあるのか。剣とかちょっと聞いてからにしときます。そうしますか。多分なんかこれをツェネズさんに持ってったらなんか取り返しがつかないことになるかもしれない。わかりやすい。助かる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。先にそうですね、ちょっとセーブして、こまめにセーブをしていく。そうですね。はい。セーブしないと怖いですよ。ほんとデータが飛ぶのが怖すぎる。だからちょっと音楽的に先に、あれガラスパンさんで言って音がしない。あれでも効果音鳴ってますよね。音楽変わった。なんか行くべき人のところで鳴ってるとかなるとかいう可能性あります？もしかして。もしかしてなのかな。じゃあ先にツエネズさん、つうかミルクの話ってだってまず彼女に聞くべきっすよね、考えたら。ですね。でしかも今ミルク入ってるところがだいぶあれですね。真ん中の辺ですよね。ということはやっぱドリンクバーを我々恐ろしがって近づかなかったのでそうですね。でも明らかに朝岡をいじってたら話進みそうでしたもんね。ミルク多分ありません。ずっと前ガラスパンさんが最後の一つを使ってしまいました。そうなんだ。なんでミルクだけ補充されないんですかね。謎ですよね。ちょっとガラスパンさんに聞いてみますか、そしたら。ないなぁ。私がここに来た時はたくさんあったけどな。ドリンクバーの飲み物と同じく、砂糖もガムシロップもどこからか補充されるけど、ミルクだけはなくなったらそれっきりなんだよ。装置の故障とかなのかな。それで、君が来る数千年前に私たちが使い切っちゃったの。ごめんね。いや、
数千年前ならそれなくなってるだろうなっていう感想する。ミルクだけ、補充されない謎多分解きたいですよね。そうですね。まあ、キングに聞いてみるか。ドリンクバーの隅に置いてあるやつだな。我がここに立った時はすでになかったな。ああ、じゃあやっぱり、キング登場以前になくなってたんだ。ってることですね。他と違って補充がされないようだ。そもそも補充される方が妙なのだがな。それはそう。一体誰がやっているのか。補充者を見つけた暁には褒美の一つでもやらねばな。褒美。褒美だよ。王様らしいな。ドリンクバーのですよね。スティックシュガーとかはあるのに、ミルクだけが切れていた。きっと、ミルクが大好きな人がここにいますね。こういうのって案外、本人は気にしていて、知られると恥ずかしいって思ったりしていますよね。そっとしておいてあげましょう。ちょっと待って、だから、やっぱ待って、ミルクの出所多分物語に割と、あれじゃないです。はい。何かがないとミルクが手に入らないとかじゃないですか。まあ可能性はあるのか。で、まあ実際に、よくあるそのプチって開けて使うタイプのミルクはあれ植物性油脂を泡立てて、はい。ミルクのように乳化させたものですけれど、はい。それじゃなくて本当のその牛乳的ミルクであった場合は、うん生命体からしか出てこないでしょ。牛からそうですね。だからそうなのか。でも植物性油脂なら別によくわからないですけど、まあということで砂糖はもうわからない、というかミルクは手に入らなかったのでこれを行くしかないですね。後半に行く気がしますね。ちょっとボタン押してみますか。はい。ということでコーヒーを入れてみます。何も起きないかもしれないけど。よし。押すぞ。やるしかないか。あ、出てきた。おー助けてー止まらないんだ。どうしよう。以降、もしや故障中のドリンクバーを使ったな。こうなったらしばらくは止まらないぞ。騒がしいね。どうかしたの？だいぶ前の私と同じことしてる。気にしないでいいよ。やがてなんとかなるから。そうだな。濡れっぱなしも困るであろう。ひとまず靴をどけるがいい。その黒い液は落ちにくいぞ。ヒコ、聞こえているか？ショックで固まってるみたいだね。レジのところにタオルとかあった気がするな。ちょっと持ってくるね。皆さん集まってどうする？うわっ、びしょびしょだ。壊れてるやつを押したんですか？好奇心に負けて押さないでよかった。ちょっと、セロニカも手伝って。ほら、タオル、拭いて拭いて。はい、わかりました。王様はこの子の様子見てて。王が子守か。この画面示唆的。画的ですね。多分コーヒーじゃないと思います。はい。プレスされて出てくるやつですよね。多分ね。そんな感じが。間違い探しにちょっとね、あったんですよ。はい。おそらくは、友垣をね、プレスして、ルイージマンションみたいにお化けをプレスして、
絵にするみたいな感じで、何かしらをプレスして、なんか黒い液みたいなの作ってて、で、私それをね、ペンギンソーダかと思ってたんですが、今のではっきりしました。コーヒーらしきですね。何か。コーヒーではないですね。コーヒーではない。ちょっと待って、やっぱ常津さん、やっぱりあなた根幹ですねって思いましたけど、いやでもね、多分ね、誰かとの関係性という点でいけば、ガラスパンさんが多分一番重いんですよ。あの方が持ってる何か抱えていらっしゃる何かが重いんだろうと思いますけど、ここのムーンパレスの謎について詳しく持っているのはおそらくセネズさんなのかなと今の。で、なんで今のを見て、主人公は、はあって言っちゃったんですか？うわってね、言うようなタイプでしょ？だって、多分、今までのこう明るくて、フットワークが軽やかな方のようなので、あんな風に、ははあっていう、怖いもの見ちゃったみたいな感じの、まあ、今ここではびっくりしたって言ってるけど、さてこの後の言葉はどういう風に続いていくんだろうな。びっくりした。やっぱり壊れてた。ゼネズの勘違い？ゼネズにどういうことか聞いてみよう。それと、片付けとかを手伝ってくれたみんなにお礼を言わないと。なんかあまりまあ、気にしていないというか、ちなみにだからこれですよね。ちょっとグロいのは出しませんけど、これですよね、これ。おそらくこれではないか説。あ、逆か。液体から生成してたんですよ、そう。そっか、逆だった。いやでも逆ってことは、逆もなるので。だからさっきの黒い液体ですけど、はい。ツネズさんちょっといろいろ気になるな。多分ツネズさんに話しに行くと話が進んじゃうと思うので、他の方々にから話して、そうですね。ちょっとあれしていきましょうか。コーヒーの件と、なんだっけ。ありがとうの件じゃなくて、コーヒーの件プラス、あれなんか話題入手しましたよね。機械は壊れていたか。じゃあ、あれですかね、セネズさん用なのかな？そうですね、出てないですね。常津さんに直接言わなきゃいけないんだ。このタイミングで他の人について聞いたら、話すこと変わってたりするんですかね？さすがにそんなことないかな。どうなんだろう。まあ、とりあえずガラスパンさんから話してみていいですか？そうですね。はい。いいよ、気にしないで。私もやったことあるし、君以上に。そんなこと言っても、申し訳なく感じちゃうかもしれないけど、みんな何かしらやらかしてるから。特に私が。それに、長い付き合いになるんだから助け合わなきゃ。仲悪い人と永遠に過ごすのはしんどいでしょ？素晴らしい考え方だ。いや、まあ、それはそうですね。まあ、利があろうとなかろうとできる限りは有効的にする方がいいと思いますでございます。はい。耳以上ってその時はどれぐらい止まらなくなったのかというか、何かだからラテラさんの件で物を壊したりとかしたんじゃないかなとなんとなく予想ですけど、はい。だから夢なら覚めてって言ってコーヒーを飲みたがった可能性ありませんか？そうですね。ラテラって。可能性はそこもありますね。災難でしたね。故障中の張り紙はあっても、つい押してみたくなりますよね。あれ違うんですか？ジャネズさんに頼まれて？なるほど。最近ムーンパレスに来たあなたや僕と違って、ボタンを押したらどうなるか、彼女は知っていそうですが、何か理由があるのでしょうか？注意を引きたかったとか、本人から聞くのが一番いいですね。なるほど。まあ、割と思考が飛ぶタイプの
方ですけど、うん。セロニカさん。でもちゃんと本人に聞いた方がいいですねっていう、ちゃんと良識的なとこに帰ってこれるのは偉いなって思います。うんうんうん。まあ、そんな感じで、だから、ツエネツさんはね、セロニカさん苦手だと言ってましたけれども、まあ、だから、やっぱり結構追求したんでしょうね、最初は。まあ、そりゃ、うん。コーヒーああ、あのドリンクバーのことか。案ずるな、過去にも似たようなことがあった。あのドリンクバーが壊れていることを知っていたガラスパンが自決を試みてな。ボタンを何度も何度も何度も押し、部屋を水没させて溺死しようとしたのだ。あれには迷惑させられたよ。黒い液体が腰まで上がってきてな。液がどこかに消えるまでしばらく浮かんで過ごしていたよ。ガラスパンは息ができなくても苦しくもないと諦めていた。ああ、そういうことだったんだ。まあ、やっぱりラテラさん関係でしたね。だけど、だいぶ思ってたより違ったや。だいぶ重たい話だった。でもやっぱ、で、余計にでもそうやって、やっぱり命を捨てることができないっていう、大切な誰かのそばに行くためのことをできないっていうのは相当の絶望だったんじゃないですかね。という気がしますよね。だから液が消えるにはなんか隙間とか何かしらの手段で消えているはずですから、まあどういうことなのか、それが現実的なトリックであればそうなんですが、ただこの空間が異質なので、その液体がまあそうですね。まあだから絶対隙間があるとかじゃなくて、何かしらのあれで蒸発して消えるとか、何かしらどうなんだろうな。ありますよね。この絵にもあれ？人の気配がしない。ドアが開いている？逃げた？マジか。いやどうなんだろう。待って、セネズさんの意図がわかんない。どういうことなんですかね。どうします？確かこのゲーム2パターンエンディングあるんですよね。でもまあ、コーヒーを出す方向にもう選んじゃったから、まあとりあえずドアに入りましょうか。セネズ、入るよ。いない。セネズはどこに？いない。なんかいろいろありますけれども、まあ、ボタンがあるぞ。なんだこれは。これ、はい。軽執行の場所に見えなくもないですし、逆に官房に見えなくもない。欲望っぽい草はありますよね。まあ、ハードカバーの小説。あらすじによると、灯台盛りをする夫婦と狡猾なる獣の静かな交流を熱を帯びた筆致で書くらしい。おやー？ってことは小説の内容を喋ってたってことですか？もしかしてツエネズさん。なるほど。自伝じゃないんですか？自伝の可能性もあるのか。ナノクラフトさん、コンカラスです。コンカラスです。ありがとうございます。はい。だから、狡猾な獣が迷い込んでくる。だから屋敷の中でみんなを、見張るじゃないですけど、はい。それがここのプーンパレスでの仕事だったんじゃないですか？どうなんだろう？違うのかな？これ小説説を元ネタにして違う偽りの経歴を作ったか、ただ疑いたくないけどもう疑う要素しかないんだな。どうすればいい？ただ悪意があるとは思えないんですけど、今のところね。でも何かやっぱりキーパーソンですね、今のところ。何かしらのケーキが動く様子はない。おそらく高い数値を指し示している。これも話題になるんだ。ですね。とりあえず押しまくってみるかって。そうですね。ボタンは押すものですから。押せる。これあれだ。押す順番があるんだ。そういうことか。どっかからかヒントを得ないといけないんですね。そうですね。かしこまりました。はい。あと、この本についての話題が欲しいんですが。なかったですよね。なかったですね。
で、イラストをな、どうにか多分イラストにも意味があると思うんだけどな。玄関っていうか、まあ、そこ、エントランス何も変化なしですね。ないですね。セネズさんが消えたのは何？どうなんだろう。完全密室で消えるという、まあ、とりあえず、探偵、あれ聞いていきます。なんか話題が消えたような。あなたは誰とかがなくなったのか。なるほど。まあ確かにもうみんな、まあ確かにそれはある程度顔見知りになったし、後半にやっぱり移行したからなのかな。つまりこっからまだ話題が増えるということですね。わかりました。おそらくそうですね。多分そうじゃないと足りなくなるんでしょう。多分キャラクターのグラフィックが見えなくなるので、3列目で。確かに。っていうか、メタ読みをするなというね、感じですけど。いやということで、ツェネズさんがいません。ツェネズさんがどうしていなくなったと分かったのですか？部屋の鍵がかかってなくて中に入ったら誰も。なるほど。部屋に特殊な仕組みがある可能性もありますが、そうではなければ、チェネズさんはいなくなる前に部屋から出たか出ようとしていますね。今まで外に出たことがないと聞いていたのですが、何かありそうですね。他にも聞けることないですっけ？いや、新しい話題はないかな。ないか。まどろみとか、ミルクの件も全員に1回聞いているんで。なので、そうですね。だから、ツェネズさんについて聞いても別に、変わらないですね。変わるわけではないですね。なんか右下に探し物は見つかりましたかって書いてある。見つかってないんだなこれが。これなんか突然メタ発言してくるじゃん。そうですね。でもセロニカさんの言う通り、コーヒーを押させることによってその隙にどっかに行ったのかもしれないですね。確かに。もしかしたら。それかコーヒーがあるところにしか移動できないんじゃないですか。なるほど。やっぱり お魚なのかなお魚とかそういう生物。床がどんどん黄色から黒くなっていったじゃないですか。月食のようにも思えて。確かに似てますね。現象としてはね。まあ、描写がただの絶望表現とかびっくり表現でないのであれば、まあ、そういう読み方をするとなると、まあ、灯台森、確かに、この色合いって、強い、黄色がかった光に照らされた時の影って、黒じゃなくて青っぽいですよねって思ったりもするんですよ。灯台森の夫婦で、まあ夫婦の感じがな、まあ夫と夫人の夫だったけど、まあそれはあれとして、そうだな。そうだな。何なんだろうな。ちょっとつかめない。隠れたか消えたかだろうな。消えた前例はある。隠れる理由があるとは考えがたいが、まだ判断がつかないな。消える方法があるならば早く知りたいものだ。消える方法が知りたいってもう、それってってところですよね。まあ王様もやっぱり、まあ脱出できるものならしたいっていうことなんですかね。自分だけ生きてていいのかっていう気持ちがありそうじゃないですか。やっぱ逃がしてもらった命なので。そうですね。そっか。彼女もいなくなったのか。ちょっと寂しくなるね。でもはい。コーヒー関係あるんですね、ラテラさん。そっか、ラテラさんが、いなくなったのって、だから、ラテラの選択肢消えてるんですけど、しかも。だからコーヒー飲んだとかじゃないんですか？
もしかして、まあ、脱出する方法はでも教えてくれないですね。でもでもコーやっぱヒーみたいな単純な話だったら、でもあれですよね、だから、コーヒーをわざと部屋に満たして消えようとしたんですよね。でもその時はうまくいかなくて、ガラスパンさんは消えられなかったんですよね。だから事故っていう言い表し方をしたのかなって思うんですけど、どうなんだろう。ただ、はい。ラテラさんが口にしたわけではなさそうじゃないですか。じゃないなら怖い。ファミレスを享受しよう。ファミレスを享受しよう。ファミレスを享受しよう本当って。だ、下に書いてある。なんだこれは。さっきからだからはい。コーヒーの件から変わりましたね。あそこに出てくるいびつさが。そうですね。うん。はい。あ、温泉旅行はそのままなんだ。温泉旅行の話はずっとされますね。まあ温泉旅行はちょっと行きたいですね。ファミレスを享受しよう。またびしょびしょにはなりたくないな。ミルクだけが切れる理由も知りたいし、コーヒー故障中だけど出るんですよっていう、なしに近い。享受しよう。ファミレスを享受しよう。享受しよう。コメント欄が恐ろしいことに。恐ろしいことになる。なんか、いや、ごめんなさい。攻略とか見てないですよ。なんか私思いついちゃったんですけど、このボタン配置あるじゃないですか。はい。2、4、1みたいな。これもしかして正解なんじゃないですか？正解でございますかね？わかんないけど。いや、じゃないですか？1回、2回、1、2、3、4、1。何も起きない。不正解。いや、真ん中から押せばいいのか？どうなんだ？まあだからどのボタンから入力するかですね。左から1というわけではないかもしれないし、1回ずつ押すごとに順繰りとかし。まあ可能性はある。2、3。違うな。1、でもだって2、3、4、1、2。だって上のマークドリンクバーの三角に見えません？だって似てますよね。だから合ってると思うんですよ。なんか、これ思わせますよね。なんかすごく。それかあれじゃないですか。好きって言ったドリンクの数じゃないですか、みんなが。好き。そっか、なるほど。なのでペンギンソーダがでも全員それぞれに言及してるのかな。ガラスシロップに誰かあれしてました？いや、してない、確か。で、白銀水もないですよね。で、多分黒い酒と月の雫じゃない、間違えた。ごめんなさい。だから、ちょっともう一回確認します。セロニカさんが、好きな飲み物聞けるはずなんだよな。月の涙か。そうですね。彼が月の涙で、王様があれですよね。なんだっけ。大地のスープですよね。で、ガラスパンさんは当然あれですよね。そうですね。黒い酒と、あと、なんか知んないけど、あとペンギンソーダとか。だから、なので、黒い酒、第一のスープ、月の涙は全部3つだから、1、2、3と右が1つ。で、左はないっていうとこですよね。ってことでしょうね。かな？どうなんですかね。人がいなくなる場合がありますが、問題ありません。安心してご利用ください。そんなでもだから、それホラーの上等句なんだよな。いや、お前よって。これを書いてるやつが一番邪悪だよ、多分。このゲームの中で。いや、多分邪悪。とても邪悪。こちら、あれですね、プレイヤー側への精神攻撃してきてますよね。じゃあ、1、2、3の1？何も起きない。
1、と1、2、3。 2、3。何も起きないまあそれか全然出てこない左だけとかですかね。どうなんだろう。どうなんだろう。ボタン押すだ。ボタン押す感触のいい音だけはするんですけど。そう。ナレーションが邪悪なタイプのゲームは、我々スタンリーパラブルっていう、面白いやつしてるので。とんでもゲームがありました。よかったら、そうですね短いのでよかったら、サクッと見てください。はい。はい。ナレーションが邪悪というよりかって感じですけどね。我々もだいぶ歯向かったので。ね、あれですけど。ちょっと待って、どこかにね、多分ヒントがあるはずなんだけどな。でもノーヒントでこれ解けっていう話じゃないような気がするんだけどな。さすがにちょっと難しいですよね。まあ確かに間違い探し異様な難しさだったから。あ、待って、これが何なのか、手元のグラスに入ってるの何なんだろう。もしかして白銀水が入ってるのかな。なんか中身入ってる風ですよね、これ。入ってますね。だからラテラさんの話はもう聞けなくなっちゃったけど、まあでもだからラテラさんが好きなものが白銀水かガラスシロップの可能性がありますよね。ついだ時に何て出るか見てみますか。で、柔らかくて甘酸っぱいとろみのあるレモン水、ガラスシロップ、名前はあまりしく。ガラスパンさんでのガラスなので、それっぽいはそれっぽい。まあでもだから1回かな。1、123、1？ 131か。でもだからペンギンソーダをどう捉えるかですよね。ガラスパンさんが本気でペンギンソーダを好きだと言っているのかという。何も起きないな。ちょっと待って、いや、ダメ。この謎は解かないと後悔するやつだよ。さすがにこれはちょっとね、攻略情報を見ずに解いてやりたいですね。何かあるはず。何かヒントがあるはず。そう、ちゃんとある。あ、待って。座布団の下に紙ある。本当だ。これ見てなかった。なんだ、ここにあったじゃん、ヒント。今気づいた。いや。意地悪。座布団の下に何か埋まっている。すいません、気づきませんでした、全く。いや、今気づきました、私も。ボタンに目がいって。有事対処要領。これは何かの書類だ。文字が多い。ひとまず自分のテーブルに置いておこう。他の人に見てもらうのもありかもしれない。話題ゲット。ということはやっぱりテネズさんはここで観測してたということでしょ。何かしてたんでしょうね。で、有事、そうですよね。ちょっとね、今、有事って言ったせいで、国際情勢を超ダメにした総理大臣と政権があるので、土下座外交をしていただきたいですね。土下座外交で罪を全部清算した後、政権交代ということで、よろしくお願いいたします。はい。というか、すごいなんかいろいろ書いてあるんだけど、まあちょっと読んでいきますね。いいですか？はい。この文書は管理者が漂着者の対処法を把握するために作成されました。現在のシステムの欠落上、漂着は起こり得る事態です。管理者は必ず身を通すようにしてください。整形時の対処。整形時は漂着者に姿を見られても法に抵触しません。自身も漂着者を演じて漂着者と接触することが推奨されます。彼らの信頼を得た後、隙を見て処理と返送を行いましょう。処置を除いた一切の加害行為は法に抵触します。留意してください。また、キッチンの使用も危険だと判断した場合は、本部へ電報を送り、担当者の転送を待ってください。時間はかかりますが、最も確実な方法です。2、非正刑時の対処。非正刑時は漂着者に姿を見られないことを最優先に行動してください。法に抵触する可能性が極めて高いです。
漂着者を確認次第待機室に入り施錠しましょう。本部へ電報を送り担当者の転送を待ってください。漂着者に存在を感づかれた場合も決して反応しないようにしましょう。それ以外の方法は危険です。自力での解決を諦めましょう。絶対に別の方法は取らないでください。ちょっと待って。まずこのページから噛み砕きませんか？はい。まあ、演じてって書いてあるので、残念ながらゼネズさんは本当に多分知っていたか、何かの表紙に知ってしまった可能性はある。で、あと、ラテラさんに気づかれたっていう可能性もなきにしもあらずですかね。気づかれないようにとか。可能性はあるな。感づかれないように。でただ、その整形時なので、やっぱ、コーヒーの液体が何かしらを作ってる。だから自分が、まだ自分が作らなきゃいけない何かが、まだ仕上がっていないから表に出てこれないっていうこと、なのかな。で、あと、電報とかって言ってるので、あとやっぱ、だからその宇宙船とかの話が正しいってことになるでしょ？ 92 番です。92番です。ずっと我慢できましたみたいな話なので、やはりなので、まあ、セネズさんが何かの表紙にそうなったわけじゃないのであれば、やはり、ここの管理者、館の管理者としての仕事として、やはり、セネズさんはここでお仕事をしていたということにするのが、まあ一番自然な気がしますが、どうなんだろうな。ただ整形時と非整形時の対処ってどういうことなのかちょっといまいちよくわからない。整形されているのはツエネズ、整形時の一番の対処わかるんですよ。おそらくツエネズさんがやってたのは上のことなんですよ。漂着者我々ですよね。我々に姿を見られても法に抵触しないけども、漂着者を演じて、漂着者と接触しましょうと。ただ、なんだろう。非整形時の対処の方には漂着者を確認次第待機室に入り施錠しましょうっていう風に書いてあるんですよね。だからなんか2つが混じってますよね。だから非整形時の対処を取っているのに漂着者でも漂着者に姿を見られないようにしろっていうことだから、どちらかというと2番をやってたのか。でも反応しないようにっていうのはおかしいですよね。普通にあんなに会話してたので。存在を感づでもそうだ、存在を感づかれて人の気配がするっていう時点で、だから今回はツエネズさんは知らぬ存ぜぬを通してチーンとしてなきゃいけないっていうことですよね。けれどもでも自力での解決を諦めて絶対に別の方法を取るなとしかも言われているにもかかわらず1のマニュアルを使ってるっていうことは、彼女は裏切ってるというか、ある意味管理者としてなんだろう、イレギュラーなことをやってる可能性もありますよね。だから2番で今非整形多分不定形生物かなんかにもしかしたらなってるのかもしれないけれども、整形されてる自分が人間とのふりをして対応してたっていうような感じなのかな。混ざってるのでなんだろうな、そのコミュニケーション自体を捨てたわけではないが、非整形時なので表に出られないと。で、なので、漂着者を演じてはいるものの、なので、その、整形時の対処の、そうですね、演じておきながら、で、信頼を得た後、だから整形時と漂着者はおそらく我々のことだと思うので、何を整形しているのかによって話がだいぶ変わりますね。くるし、キッチンってどこ？キッチンがもしかしたらあるのかもしれない。ってことはそこで何かやってるのかもしれないですね。ちなみにツエネズ文書はこの前なんかグロい画像が出てきたので、もしかしたらあれかもしれないんですが、次のページに行きます。そうですね。お魚さんとその上になんか虫みたいなのが、そうですね。いろんなもの、だから空想上のものやるキメラみたいな感じでいろんな生物の特徴が組み合わされた結果大変なことになってしまってるみたいなのが出てきたので、それが非整形時なのか液体のことを指すのか、でこれがラテラさんに何かしら関係がしているような気がするんですよね。ボタンの押し方書いてあるなとりあえず上から読んでいきますが、
装置整備中の対処。装置整備中は救援を呼ぶことはできません。整形時は一整形時の対処と同様に自力での処置と変装を行ってください。非整形時はやはり漂着者に姿を見られないことを最優先に整形を目指しましょう。整備の終了を待って電報を送り、担当者を呼ぶことも事実上可能ですが、これには主観的に非常に長い時間がかかります。待機室で整備の終了を待った事例1の際の管理者14は不科学的な精神状態に至っており、当文書の執筆当時まで収容中です。このため、法に抵触する危険を負ってでも整形をすることが推奨されます。事例63の際は、管理者46が整形を目的とした行動によって法に抵触しましたが、処刑人67の判断によって放免されています。ちょっと待って。はい。60何番とかありませんでした？事例11、管理者14で不可逆精神状態だから、おそらくは心が壊れきって制御不能になって。まあ前回のね、なんだろう、グロいやつの後書きにも書いてましたね。ですね。で、まあでも92番のあの文章を読んだら、そりゃあれはすごく辛い心の中で書いてるんだろうけど。でも92番をエクスキューショナーはだいぶ物騒な言葉が出てきたけど、そうですね。処刑人ってどういうことなんだ。そしてゲートの操作、すいません、読んでいいですか？はい。管理者がゲートの開閉方法を把握していないケースが多いです。平時は総当たりでも問題ありませんが、有事の際には対応の一瞬の差が結果に影響します。開閉手順は以下の通りです。1、装置1を確認して3つの数字を確認する。装置1のメニューの数と配置は定期的に変わります。毎回確認してください。2、ボタンを左、右、中央の手順1で確認した回数ずつ押す。じゃあ正解だったんですね。だから左を2回押した後、右を1回押して、真ん中を4回押したら開く。そういうことか。5、有事の当文書の扱いについて、有事には当文書を閲覧できないように何らかの法証で処分してください。事後再発行します。資料作成者、クライン68番。クラインって名前ありましたよね。どっかで見ましたね。前回の、すごい長い、私が朗読した抜文の中にクラインっていう名前が出てました。はい。だからツェネズさんの本当の名前なのか、もしかしたらツェネズさんと一緒にいる東大森の夫婦って書いてあったからパートナーなのかもしれない。いらっしゃる可能性はありますね。じゃあもしそうなら、じゃあその侵入を防ぎたい狡猾な獣っていうのは何を指してるんだろう。確かに。さすがにそれまで無意味なってなると変なフラグなので、そこまでおそらく何かしらの暗喩じゃないとおかしいんですよね。そうですね。処分、座布団の下に隠す。いいですね。なんかこういうところがちょっと間抜けというかなというかまあ愛嬌があるというか、ただそのレベルで緊急事態だったという捉え方もできるんじゃないですか。使用してはならないドリンクバーがありますって書いてある。いや、今更遅えよ。保証中どれ？とりあえずセロニカさんたちにも読んでもらえますか。そうですね、書類を。まあ我々が読んだらだいぶ意味分かっちゃったけどはい。まあ間違い探しをやったおかげでっていう範囲なので、これがチェネズさんの部屋に座布団の下にあった？隠すとしてもそんなところに隠しますかね。ちょっと読んでみます。確かめる術もないですが、ここに書いてあることが事実だとして都合よく解釈していくなら、ムーンパレスは人間かそれに近い存在によって作られた施設で、僕たちは偶然ここに漂着してしまった。ここの管理者は普通なら僕たちをすぐにムーンパレスから追い出すことになっているが、何らかの都合でそれができない。もしくは管理者が不在である。
みたいなところでしょうか。セネズさんが管理人という線もありますが。あ、私はそう思ってたけど、でもセロニカさんの解釈違うんだ。それなら、この書類を処分していないことが気になります。どちらにせよ、結局推測に過ぎませんがね。例えば、ゲートの操作についての説明が正しかったりすれば、信憑性は増しますが。おボタンだ。多分ヒントもらえるんでしょうけど、頑張ってたどり着きました、我々は。まあ、烏丸さんのおかげですが。いや、まあ、でももしかしたら何か違うかもしれない。聞いっていうか、あれですはいね。だから、4番線が漂着してうんだら、座礁してうんたらかんたらだったから、それですよね、確実に。そうですね。それはやっぱりムーンパレスの話をしてたんでしょうね。けど、来たタイミングが違うでしょ。何なんだろう。漂着のやっぱり理由はわからないですよね。なぜ我々がここに転送されてきたのかという一番重大な謎はまだ解かれてないですよね。憶測ですが、装置1とは僕たちがよく使っているドリンクバーのことでしょう。メニューの数は左から2つ、4つ、1つ。だから3つのボタンを順番に左2回、右1回、中央4回押すということですかね。正直、これが正しくあってほしくないですよ。ここが人為的な空間だとすれば、技術の高度差に反して、このゲートの操作は、なんというか、幼稚すぎます。理屈が飛躍している。子供が作ったクイズをやらされているみたいです。確かに。答えまで教えてくれてありがとうですけど。もしくは、本当に子供が作ったのかな。クラインさんは子供なのかな、もしかして。いや、でも、クラインさんが子供だと多分辻褄が合わないんですけど、なんなんだろうな。俺がツエネズの部屋に、どれフム、クライン？いや、まさかな。知ってる？返すよ。はい。逃がしてくれた方がクラインさんだったりしますか？もしかしてっていう感じか。いやでもそうだとしたら、関係性がわかんなくなる、余計に。そうですね。そっか。ツエネズさんの消える方法については変わらないから。ゲートの開け方っていうやつなかった？いや、セロニカさんにしか聞けない。だから彼しか分かってないんじゃないですか、やっぱり。王様は隠してますからね。隠してるっていうか、まさかなって言ってくれなかったということですね。セナズの部屋にこれが？手書きじゃない。ちゃんと印刷された文字だね。ここにプリンターはないのに。砂糖を固めて掘れば、活版印刷みたいにはできるかもしれないけど。砂糖がなくなった理由これか？もしかして。いや、砂糖はある。そっか、砂糖はあるのか。でも無限にある砂糖を使えばできるはできるのか。でもミルクがない理由、やっぱコーヒーにはミルクじゃないかって思ってたんですよ、私。だからミルクがなければコーヒー飲まなくなる確率が高くなるじゃないですか。っていうことでなくしてたのかなっていう感じですかね。かなって思って。読んでみよう。なんだこれ。スヌズは今までずっとこれを知っていて黙っていたってことか。一体どうして？あまり彼女を疑いたくないけど、わからないことばかり増えていくね。ラテラさんのこともあるから余計に複雑ですよね。ウガラスパンさんからすると。そうですね。へい。で、君は何者だい？何も出ない。お前で正解を
じゃない、セロニカさんが教えてくれたから、くださったので左右中央ですよね。うんはい。押してみますか、とりあえず。とりあえず左2回、 2回右右1回、1、2、3、 4。 4あれ何も起きないぞ。でも今、チリッチリってなんか少し小さい効果音がしたんですよね。じゃあ外出てみてください。もしかしてなんか、キッチンに行ける。部屋の前出れます？はい。お客様の声に加えペンギンソーダが復刻しました。うるせえわ。開いてる。右側か。なんか、その、絵画の先かと思ったけど違ったわ。横だったんだ。なるほど。だかなるほどら、右のあれがないっていう、あれだ。だったのか。よし、キッチンに乗り込みますか。右側の空白、それか。ってことは、かつて人類は月の満ち欠けに永遠なる崩壊と再生を見出した。なんだよ、永遠なる崩壊と再生ってよ。繰り返されるからです。多分無限のマークです。ウロボロスとか。なるほど。なので、永遠に繰り返されるサイクルとして、満ち欠けを見るというのはありますね。で、特にやっぱ月が満ち欠けによって引力が変わるので、それによって潮も満ち引きするので、そういう、だから破壊と再生も必ずセットなんですよ。どちらかだけだと成り立たないので、っていうのはまあちょっと占いとか西洋占星術的な考えでもあるっちゃあるんですけど、まあとりあえずそれを月で冥王星なんだけどな、破壊と再生。まあけど月もそうか。はい、キッチンに乗り込みます。人体に影響ないんですか、本当に？ご安心くださいって言われると疑っちゃうよ。はい。こんな部屋があったなんて。これは冷蔵庫？開けたくねえんだけどって。これはなんかグロいものが出てこないですか？他のから見ましょう。ここからも月が見えるんだ。この部屋の場所の考えるといつも見ている月は見えないはず。そうですね。月が2つある。双子の月。なるほど。先に箱見ちゃいますね。間違い探しの一発目、そうでしたよね。そうですね。双子の月かなんかですよね。先に箱見ますか？見ましょうか。ちょっと冷蔵庫怖い。おそらくゴミ箱、中には黒っぽい液体が溜まっている。怖え。だと思ったんだよ。だから整形不良をそこに捨ててたとかあります？体に入れてるのに影響ない飲み物も怖い。まあ確かにあの液体何だったんだという。清涼飲料水じゃないは、まあそうですね、お砂糖が入りまくってたり、まあエナジードリンクとかだったりするとめちゃめちゃね、なんかカフェインとかも入ってますし、まあ炭酸とかもね、酢とかが入ってると歯が溶けたりはするのでね。はい、ということで冷蔵庫開けます。冷蔵庫。食べ物が入っているだけならいいけど。食欲ない。ここも重大な選択？じゃないかな。まあでも開けるしかないですよね。まあもう、そうですね。開けずに戻ってなんかエンドになるのかって話でしょ。なんかあるのかな？開けてみよう。よし。ちょっと音楽さん。びっくりした。また黒い液体。床一面びしょびしょ。今度こそ開けよう。ゼネズと誰だろう。まさかゼネズ？どうしてあなたがここに？あなたゼネズだよね。これは事故で？そう、事故で。
から出てみたら知らない通路ができていて、進んでいたらこの部屋があって、冷蔵庫もあって、好奇心で中を見ようとしたら、足が滑って中に入ってしまったんです。おかげで助かりました。ねえ、大丈夫？はい。大丈夫です。私って怪しすぎますよね。ずっとこうなんです。うまくやろうとしても、全部裏目に出るんです。情けないですよね。私も、私のことが嫌になります。私から何かを話すことはできませんが、どうか信じてください。私は、ただ怖いだけなんです。もう騙したりはしません。本当のことも言えませんが、ごめんなさい。他の方にも迷惑をかけたかもしれませんね。謝ってきます。ごめんなさい。待って、駅が出てきた理由が説明つかないんですよ。何？開かない。なんで開かないんだ？だから整形しよう、何かしら。だからゼネズさんってなんか今さっきエヴァンゲリオンの話ちらっと出ましたけど、だから液体に使った状態だったんじゃないですか。で、何かしよう、そのまま何かになろうとして、まあ私たちが妨害したので、まあ中断されたみたいな。いや、でも、どこまで説明が合ってるんだろう。なんか、あれでしょ、多分、あーってなって、多分騒ぎになったでしょ、コーヒーがぶっこぼれまくって。そうですね。で、それをびっくりして出てみたら、なんか液体が来てたからびっくりしてキッチンに飛び込んだっていう話のようだったけど、まあ無理がありますよね。冷蔵庫に入る意味がわからないし、うん。コーヒーを所望した理由もだし、そもそも、うん。あの紙が座布団の下にあるのは、うん、だから人がいなくなったって言ってたけど、うん、ラテラさんを閉じ込めてたんじゃないかと思ったんですよ、今。でも、ゼネズさんだったでしょ？そうですね。でもあの中に入っていると、もしかしたら数日でなんか整形されて、まあ、なんか転送されたりとか、まあ、液体になっちゃったりとかするの可能性はありますよね。まあ、ただ、そうだな。ただ、ツネズさん、まあ、コメントにもあったんですけど、ご自分の正体を遠回しになんか示唆するようなことをやってきてるので、本当は気づいてほしかったのか、何か思惑がもっとあるのか、ちょっとそこがわかんないんですよね。とりあえず記録していいですか？はい。ちょっと怖すぎる。んで、まあ、騙してはいたのは多分、出られない理由とか、チャネズさんがどこまで知ってるか、でも本当のことも言えないって言ってて、で、この服装は何なんだろう、今の服なのか、だいぶクラシカルな、昔のその中性的な、あれの仮面を付きのリボンつけてるのかどうなんだろうな。わかんないな、時代が。ゼネズがいい。どうも。これは、私なりのけじめというか、もう何か企んだりしないということを分かってもらうために、部屋からは出ることにしたんです。よかったら、部屋はご自由に使ってください。いや、ケーキは何なんだよ。それを教えてくださいよ。あ、ケーキといえば。ケーキってある？ありません。ないんだ。ね、お団子かわいいですよね。私もお団子で来ればよかったな、今日。そうですね。デザインがすごく可愛らしい。ミルク、多分ありません。ずっと前、ガラスパンさんが最後の一つを使ってしまいました。ここは変わらないんだ。変わらないんだ。
機械、あ、そうだ、このこと言わないと。あ、ごめんなさい。知っていました。なんで知っていましたしか言わないんかい。なんでその件については、本当に悪いことをしてしまいました。騙すような真似をしてごめんなさい。皆さんの注意を引ければ何でもよかったんです。多分セロニカさんがあまりにも鋭すぎて、あとセロニカさんの方が多分おそらくツネズさんの上手なんでしょうね。だから何でもかんでも上に行かれるから、だからこそ余計に怖かったんじゃないですか。企みって言ってたでしょ。何を企んでたんですかね。ってところでもあるんですけど、まあそうやってやっぱ己のやろうとしてることを見透かされるという恐怖はまあ理解はできますので。それをどこで？部屋に。そうですか。解釈はお任せします。それだけって説明する気マジでないんだ。本当のことを喋れないって言ってたので、だから、それ違いますも本当だし、それは本当ですっていうのも本当なので、まあ言えないんだろうなっていうとこですけど、何を言ってもコンプライハーになる、ホーム文みたいな感じかもしれないですけど、でも、顔にインクの跡ですかね、ついてるの。右頬になんか、インクって言っちゃった、ベンディアンゼインクマシーンっていう、ちょっとこんな感じのね、世界観っていうか色味的に近いホラゲがあるんですけど、それで黒いインクがちょっと跳ねてるだけじゃないかな。だけかな。部屋にあるものですか？規則として話すべきではないのですが、話すべき責任がありますね。いや、ちょっと書類のことの方がちょっと聞きたいんだけど、あとわけわからん間違い探しの方が聞きたいんだけど、まあとりあえず。そう。詳細は言えませんが、あれは残り時間を示しています。残り時間？指針が下に行けば終わりです。何が終わるの？いろいろと。いろいろといろいろとこのムーンパレスが崩壊するってこと？肩のところに輪っかがあるの何ですか？なんでしょうね。リボンみたいにしてまとめてるっていうだけなのかな。よくわかんないけど、後ろ向いてもらわないとちょっと。何か、でもなんかこれ見よがしに影にまでしっかりされてるので、なんかちょっとこれもデザインにも意味あるかもしれないですね。そうですね。月は2つあります。用途が違うんです。用途？やっぱ人工物ってことか。なんか残り時間です。あれが下に行くまでの辛抱です。励みになるかはわかりませんが、これは永遠ではないんです。どんなに長くても永遠ではないんです。終わってしまえば、過ぎた時間は厚みを失っていますから。まあそうですよね。多分前回もお話ししましたけど、永遠と500年で区切られるのとでは、長い期間は一緒だけど、永遠は終わりがないけど、その500万年には終わりがあるから、やっぱ話が違うよねっていうのは、ありますね。あれでしょ？はい。さっきのマニュアルっていうか規則からですけど、体感では、担当者の転送を待ってください。時間はかかりますが、最も確実な方法ですとか、なんかどっかにも時間はかかるけど、待っててくださいみたいな。書いてあったので、なんかその助けが来るとか、救難信号とか、そういうのを本部に送って、応援待ちだったとかいう可能性はあるですのかね。な。確かに。確か、
どっかにね、書いてあったと思うんですよね。そうですね。これは主観的に非常に長い時間かかりますということで。うんうん。担当者を呼ぶために、で、待ってるけど、まだかかるということですよね。おそらくね。そうですね。数千年経ってまだ針がずいぶん上にあるから、もっと、もっと、もっと待たなきゃいけない、ここで。っていうことなのうーかん。な。みんなツエネズさんに言いたいことがあるような気がするけど、とりあえず、話題が全く消えた。おー、ケーキケーキとかはまあ同じなのか。うん。コーヒーの件についても多分同じですよね。じゃあ、月の話をしますか。あなたも気がつきましたか？僕も新しい部屋を見ました。方向を考えると、同一の月とは考えられないですね。2つあるということは、あの月たちは地球から見る月とは別物なのでしょう。ここは地球でも、その周辺の宇宙空間でもないわけです。異空間、仮想現実。あ、あれは残り時間？ああの書類と照らし合わせて考えると、指針が下まで行ったら、担当者が来るか、装置の整備が終わるんですかね。そうなれば、どうにかなる。うん、でもそれなら、待つことしかできないんですかね。きっとこれからは、あまりにも長いですよ。何かを待つ時間ほど、長く感じるものはありませんから。数百年単位で遊べるゲームとかを考えていくべきかもしれないですね。なるほど。そうですよね。だから終わりっていうか目標がないからうん。待ってる、やっぱね、待ちぼうけの時が一番苦しいじゃないですか。そうですうね。ん。だから、まあ今まではね、逆に、何も目的がなかったというか、みんなただ何もせず何も分からずぼーっとしてるだけだったけど、ツエネズさんの告白によって、ケーキというものがあるっていうことがあって、しかもそれもまだ数千年、数万年かかるみたいな話になったから余計長く感じますよね、きっと。はい。長いですね。そうか、もはや取り立てて驚くことでもあるまい。ここはムーンパレス、元の世界とは道理が違うのだ。応じてないな。それはツエネズから聞いたのか？そうか、長いな。終われるものなら早く終わりたいものだが、貴公の好奇心を信用して託したいものがある。よかったなら話を聞いてくれ。あ、託したいもの？まだ誰にも話していなかったのだが、ムーンパレスに至る直前、我は人からあるものを受け取っていた。彼女は我に言った。信頼できる人が現れたらこれを託すように。そして決してあなたは中を見てはならないと。理由は知らない。だが彼女の最後の願いならと適任を考えていたのだ。キコは信頼に値する人間だ。ムーンパレスの住人の中で最も素直で健全だ。故にこれを託そう。待って。王様からダイヤル錠のかかった箱をもらった。待って。はい。彼女でしょ？はい。これ、あなた本当に王様ですか？んあーっと、箱、王に伝わる箱でしょ？王に伝わる箱。いや、そっかそっかそっか。王にいや、鹿の様が持ってるはずだから、もしかして王様を女性だとすると、まあ、この方ももちろん女性だというような気がするけど、まあ、それはともかく、偽そうですね。の、やっぱり偽の王様だっていう可能性がありますよね。だから王様から託されて、まあ、王を名乗ってるだけだという。うん。可能性ありませんか？ありますね。だから王様の以前の雑談にそういうエピソードがあったので、王に託されたそういう空の箱っていう、
まあ話があって、でも自分は中身を見てみたけど空っぽだったよみたいなこと言ってたんですよね。って言ってたけど、でも決して見てはいけないって言ってるから、中身が空っぽだったっていう話が作り話なのか、でこの箱がそれと全然別の話なのか、まあ私が邪推っていうかまあ推理したみたいに、このスパイクさんが、フォースプーン王国の王ではなく、まあ王の影武者であるか、らしい側近の人間だったとか、まあ次女であったとか、まあ可能性ありますよね。まあ、なのでもしかするとスパイクさんは本当にまあ男性かもしれない。まあそうですね。自称されてるだけなので。王が女性だったって言ってるだけなので、でその王がスパイクさんかどうかがこれでちょっと揺らいじゃったので、もしかするとだからその王に逃がされてしまった可能性はあるのかな。だから本当は親族であるか、お子さんである可能性ないですか？まあそうですね。いろいろな可能性考えられるですね。まあ、自分のテーブルに置いておこう。そうだな。我はそれの開け方すら知らない。すべてを貴公に任せよう。これで一つの義理は果たせたな。ちょっと悲しいんだよな。だからもしそれが本当だとするなら、帰りたくない理由があるから帰らなくていいっていうことなのかな。いや、まあ違うかもですけど、でもあまりにも箱の話をした方から箱の話、しかも中身を見るなっていう同じルールというか決まりがある箱を渡されるのは、ちょっと無関係とは言えないですよね。そうですね。って思っちゃう。あれこの人はガラスパンさんケーキに関する話できないんだ。だから関係ないっていうことなのか、やっぱ何も知らないというか。なんだろうな、なんか。こっちの部屋には何もやっぱり変わりがないし。でもやっぱ双子の月が本当に2つあるって分かったから、さっきの絵も多分だから欠けてる何かがあるのは事実ですよね。で、箱ちゃんを触るか触らないか。箱がこれか。これが王様の箱。見た感じだと16桁のパスワードが必要なのかな。パスワード、心当たりが全くない。誰か知らないかな。あ、箱のパスワードの話題が出た。あ、でも選択できる。何これ、こんな長いパスワード必要なん？でも知ってるとしたら、ツエネズさんぐらいしかありえなくないですか？喋れますか？喋れますね。喋ってくれますか？箱？それは何ですか？私にはさっぱりです。ただ、総当たりで一つずつ確かめていけば、やがて開けられそうですね。鍵や指紋、カードで開けるようになっていないのは、総当たりに対応してるからかも。確かに、無限に時間があるから。ムーンパレスには時間があるから、ダイヤル式であればいつか開くっていう。無限の時間開け続けろっていうのかっていう。ただそんなのは嫌だ。そんなのは嫌だですね。嫌だ。まあ確かに数百年かかるゲームにはなるかもしれないですけど。そうですね。とりあえず頭の良さそうなセロニカさんに聞いてみよう。16桁のパスワードですか。いや、そうですよね。だから当てようとしたら確率何ぼになるのかちょっと計算してないですけど、プレイヤーの時間は有限じゃないですからね。カラスマゲーミングが1年以上続くことになってしまう。今日も、
え、こんばんは。今日もファミレスを教授生を風花さんとやっていきますって。今日ははい16桁のパスワードの45週目になりますみたいな。そういえば前回やっと1から逃れることができましたねみたいなことを多分言うでしょ。3番目の数字がやっとねみたいなところで言うけど。いやマジでこれが4桁とか3桁だったらね全然ね総当たりで解く人もいると思うんですけど、めんどくさくなって。でも16桁のパスワードってだからちゃんと推理させたいってことでしょ多分。そうですね。でセネザさんが知らないってことはだから本当にこのムーンパレスに関係あるとか否かじゃなくて本当にスパイク王に関わるものであるということでしょうね。だと思う。フォースプーン王国の何かしらに関わることであるか、スパイク王に関わるものか、かもしれないですね。でもクラインという名に心当たりがあるっぽいから何かしらつながりがありそうだぞ。いますけどね。何か目星はついているんですか？いや、全く。16桁って相当ですよ。そうあたりは現実的ではないですね。いや、そもそもこの状況が現実的ではありませんね。常識的に考えるべきではないのかもしれません。むしろこの状況になることが想定されていたなら、そうあたりこそが適切な方法なのかもしれませんよ。あなたまでそんなこと言うの？まあでもこのムーンパレスでしかできないことっていう。だから開けようとしないっていうよりかは開けられるはずもないっていう裏返しをこううまいこと取り繕ってただけなのかな。今でも16桁のパスワードを数字のみで解く場合はどれぐらいかかりますかと聞いたら約2日でなんとかなりますっていう計算結果が出ました。要はコンピューターにかければ多分総当たりでまあ2日間ぐらい回していけば2日程度で解けるっていうことですかね。無理。それは無理。面白くない。せっかくのね、なんか良識ミステリーなので、ちゃんと解きたい。でも一通り1秒、サリーさんが計算してくれましたけど、一通り1秒人間の手で解いてたとしたら3億1689万年。でもね、無理ですよ。でもさ、やっぱ16桁だから入力に1秒は無理。多分5秒もだいぶ早い方ですよね。5秒バラーしかもなんかダイヤル式って言ってもやっぱこっちは回すんじゃなくてクリックしまかなきゃいけないので、烏丸さんの指が腱鞘炎になりますね。そうですね。今日はなんとか3時間クリックし続けましたが当たりませんでしたっていう、来週もお楽しみにってもう泣きながらゲームしてるしね。もうひたすらもうスカーレッタ全然解く気ないやんっていうことをね、総当たりしてるじゃんっていう。なんかもう途中でゲームの目的忘れてなんかね雑談してそうですよね。普通に時事雑談してそう。ね、だってそう、でトランプが逮捕されてから3年ほど経ちましたがどうでしょうかみたいな。ね、社会はいい方向に行っているけどいつけはちょっと無理ですねみたいな感じでトランプ逮捕されてください。ネタニヤフも逮捕されてください。腱鞘炎通り越して手が楽だって総当たりエンディングに到達する可能性がある。そうけどやっぱねこういうなんでしょう、ちゃんと練られたミステリーで総当たり悔しいですよね。やっぱちゃんと推理したいというか。ガラスワチャンネル3億周年はさすがに無理でしょ。いやいけるかもしれない。私がムーンパレスの住人になるしかないのか。ないですね。やっぱちょっとでもあれですよ、唐沢さんお気づきになってるかわかんないんですけど、スパイク王の声してる時にめっちゃセンター長さんですよ。そうですね。だいたい声のレパートリーが少ないので。いや、だからめっちゃ面白いなと思って。センター長さんいると思って、聞いてたんですけど、なのでまあセンター長さんたちがいればね3億周年はあり得る。
皆さん3億年、3億周年来てくださいね。来てください3ね。億周年記念誕生日配信をどうやっチキンジョージてこいつ生きてなんらいけるんじゃないですか、でも。でもまあ、チキンジョージはね、まあ、結局、なんかいろいろあって、まあ、解かれないというか、わかんなくなるんですけど、ちょっとネタバレすると、14歳っていう、まあ、梅津和夫先生の漫画で、不老不死の解放を解いたっていう風に宣言したりするんですよ。で、それをまあ金持ちに売りつけようとするんですけど、まあいろいろあって、まあチキンジョージ自身がその悪霊みたいな存在になっちゃうんですよね。まあそのあたりはまあ実際14歳めっちゃ怖いけど面白いのでよかったら読んでください。ただグロいので耐性ある人だけでお願いします。はい。そう、ホラーは良くてもグロがダメっていうのもね、割とありますからね。で、はいホラーもね、ジャンプスケアは無理ですみたいなのもあったりね、するので。まあけど、3億周年はちょっとみんなでやりましょうね。いや、その頃にはトランプもネタニヤフもいなくなって地球全部平和でしょ。さすがに平和になってるでしょうね。じゃないと許せないですね。はい、王様からもらった？王様も明け方は知らないの？箱壊しちゃダメなの？中のものも壊しちゃうかも。まあ、そうだよね。でも、もし箱の中身がムーンパレスに属するものだとすれば、中身は絶対に壊れないかも。店内の家具とかが壊せないのと同じで。でもそれなら箱も壊せないか。どちらにせよダメっぽいね。店の中のもの壊せないって言った？言いましたね。じゃあなんで壊れてるの？コーヒーメーカー。やっぱり故障じゃないんじゃないですか、あれ実は。だから、ツエネズさんが何かしら企んでいて、まあその生成っていう行為のために隠してただけで、実際壊れてるわけではないんじゃないですか。ああやってドロドロしたものが冷蔵庫の中に入るっていうのが真の目的なんじゃないですか。まあもう失敗しちゃったんであれですけど。ちょっと待って、なんかでもキッチンもうちょっと何かありそうな気もしないでもないけど。でも開かないんですよね。とりあえずじゃあドリンクバーに勝ち込み決めますか？ドリンクバー行ってみますか？駅ですよ、駅。お前なんか絶対あるだろう。嘘でしょ、絶対。砂糖とか。あとやっぱミルクだけ切れる理由、まあでもやっぱコーヒーを飲ませたくないんだろうけど、じゃあコーヒーメーカーを置かなきゃいいだけでしょ？だから私は正直、喋っていいですか？大丈夫ですよ。なんかこのゲームの展開的に冷蔵庫を開けるとすごい話が進んでバーッとなんかなるのかなと思ったんですけど、ツエネズさんが普通に入ってただけだったんで、なんか話が止まっちゃいましたよね。彼女が口が硬いから、結局まあ謎が解けないままで、しかも何億年も待たなきゃいけないですよみたいな話にされちゃってるので、そうなんですよね。諦めてくださいみたいな。でもそれだともはやクリアのしようがないっていうことになるから、唯一残されたきっかけが手がかりがこの箱なわけですよね。ただちょっと総当たりを推奨されてるけど絶対したくないじゃないですか。そうですね。どこに数字あったかな？ちょっと待ってください。メニュー表とか見れるようになってません？メニュー表？見れるようになってないですね。ダメか。16か。サウンドホライズンっていう、あれがあるんですけど。はい。なんだっけ。あれでなんかね、数字が出てくるんですけど、あれね、携帯とかの入力に、あいうえおに、赤サタネに対応してて、例えば、1を1つだけ書かれてたら、あになるんですよ。で、1が2つ連続で書かれてたら、あか、もしくは、いになるみたいな。感じのやつなんですけど、まあ、16桁の暗号も何かしらそれになるかなと思ったけど、ただそのフォースプーン王国に伝わるものが果たして日本語圏なのかっていう話にもなるので、まあ ABC かもしれないけど、でもそうなると余計わかんないんだよな。難しすぎませんかっていうか、待って。地獄の
地獄のあれ読んでもらっていいですか？あれに出てきた数字の順じゃないですか？なんかそんな気がしたんですよね。さっきの文書にも書いてあったし、ちょっと気持ち悪い映像が出るので、皆さんちょっと注意してください。覚悟の準備をしておいてください。はい。我々は裁判所には赴きませんので。でもこれには数字は書いてないですね。キモいやつだけど。そうもう一回読んでみますか。92番のレイの文章を。待って。929292929292いや、でも待って、4番線ですよね。だから数字が確かにいろんなところで出てくるので、もしかしたらこの辺の数字を何かしらの順番で、でも929292でも92が4なのかな。いやでもちょっと待って、ちょっと待って。111番でしょ？で111番はお魚になる。でも、出てきた順番に書くと確実に16超えますもんね。だから92、そうなんですよね。ちょっと待って、92、4、で、また92なのかな。いや、でもさすがにそれは違うでしょ。で、92の次が111でしょ。で、111の後に出てこないですか？ 6番。6番。はい。1、2、3。今7桁か。本当これ、だいぶ怪文書なんですよね。でもやっぱ、でもね、なんかね、追い詰められてる人が何かにすがって書いてる風にはあるんですよ。だから、欲しがりません、勝つまでは的な、だからいっぱい我慢できますみたいな悲しい言葉があるので、だから92は大丈夫、大丈夫、大丈夫みたいな。辛いですよね。ちょっと待って。やっぱ不可逆的な精神状態だけになってたのが、この92番なんですよね、おそらく。かな。実際自分がどうなってるのかもわからなくなってしまったというような話なのかなというところですけれども、だなツエネズさんってでも人間の姿してるからなんか整形の意味がやっぱよくわかんないんですよね。だってすでに整形されてるじゃんっていう。やっぱだから、魚を作ってるってことだからやっぱ黒い液体から魚を作ってる。ので、ツェネズさんが液体ではイコールではないってことなのかな。だとしてもやっぱまだラテラさんが消えた理由もまだ分かってないんですよね。で、6番はやられて、92番くらいします。3時間が経ちまして、その日も6番が92番のそばに。今のそばにはのっぽで細くて面白い形の生き物がいまして、92番は君は面白い形をしているね。92番は形もたくさんしてきたけど、初めての形です。名前何というのと言いますが、のっぽの生き物はこれまた人間の姿です。私はクラインです。クラインですね。クラインです。はい。ここに出てくる数字、今のところ、7桁なので、はい。これ以外はさっきのチェネズさんの部屋から出てきた書類に載ってるやつとかかな。の可能性ありますね。そしたらもしかしたら全部つなげたら16桁になるのかもしれない。なるかもしれない。けど、とりあえずこいつを最後まで見ないと数字どこで出てきたっけみたいなことになる。あまりにもね、やばかったので、なかなかね、90何番っていうのと、あと4番線だけは覚えてたんですけど。で、またここで不可逆な精神状態。なんか、やっぱさっきの書類とこれ繋がってますよね。で、2つ目の月で待っていてもらおう。あれ変わってないですよね。2つ目の月ってもうここに書いてあるじゃん。ここに書いてありましたよ。もうじゃあ、あまりにもやっぱ、烏丸さんの最強の早口に影響されて。
もう全然頭に入ってなかった。カードノーパン、船に乗って帰りました。で、船に乗って、で、5人。はい、5ですね。はい。5人の92番みたいな人って、5人。だから、ラテラさんがいれば、5人ですけどね。不可逆なる92番の話。で、ここに書いてある数字は、でも、なので事例、11の事例が、10で14でしょ、で、次が46。で、67。はい。これ何桁 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、16桁あります。おー。ちょっと待ってくださいね。はい。コメント欄に載せちゃおうかな。チャット欄に載せちゃおうかな。ちょっとディスコードに送るのとチャット欄に載せるのどっちがいいですか？ディスコードでとりあえず送ってもらっていいですか？はい、了解です。でもクラインの68番、68番は入ってるんだっけ？68？クライン。じゃあ、嘘。ちょっと待って、私見落としたじゃん。何してるの？何してるの私。ちょっと待って。でもクラインをつなげると、一つ多くなるってことですか？クラインを足すと2桁増える。じゃあどれかがいらないのか。どれだ？それか何かしら14番、不可逆精神状態になってるのって14番ですよね。14いらないんじゃないですか、もしかして。だから14と92っておそらくイコールですよね。ってことかな。そんな気がする。じゃあ14を抜いて、そっか。92か14がいらないんじゃないかな。で、クラインがナンバーついてなかったですもんね。クラインのことノッポって言ってたでしょ？そうです。さっきのやつ。そうです。なるほど、そうか。じゃあ、これ、14を抜いて、ちょっと待って。14を抜きまして、で、ラストに、68番ですね。多分、これじゃないかな、じゃあ。私が数字を数え間違っていないならなんですけど。ありがとうございます。今ちょっと風花さんに送ってもらった数字をちょっと、何回かちょっと入れてみますわ。やかま健太さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いうか、数字が見づらいんだよな。しかもなんか数字の形がおかしいんですよね、これ。何がなんかわからないっていうか、0、1、2、3までは、3からもうおかしいんですよね。4、5、6、7、8、9、これか。で、これが9番。1、2。かすれてるのかな？いや、なんかデザインじゃないかって気がするんですよね。なんかこの世界の数字とか文字って全部こんな感じで歪んでるので。そうですよね。なんか一筆書きしたみたいなやつですもんね。ワインのとか、ケーキのとかのポスター。で、1、111か。1、111番。で、1、2、3、4、5、6。その後が5番。1、2、3、4、5。そして、111ってもう一回出てるんですか？ 111 があるんですよ。111ってもうでも出てきてますよね。いや、これ多分11と16かな。92、4、92、4、11、16、5人で、そっか、11、16なんだ。すいません。そういうことか。いや、大丈夫です。多分そうだと。11、16で、
その後、111、1234、44、うん。 44で、の663ですね。2345 56、23456、そして123456778。はい、開かなかったらどうすればいいんだ。開かない。なんか、ちょっと悲しくなっちゃったよ。どれだ。だからでも多分、 92がいらないのか。でも92ってなんか非常にあれなワードな気がするんですけどね。でも開かないってことはやっぱ違うんだな。なので、92を14に差し替えるとかかな。うん、だから14入れて92をなくしてしまえばいいのかな。ちょっと待って。でも他にないですもんね、数字。なんかあからさまに括弧書きで書いてあったじゃないですか。あからさまに書いてあるのはそうですね。この数字ぐらいしか考えられないので、おそらくその怪文書の最後の番号と、さっきの、常根津文章の、番号の組み合わせじゃないかと。セネズ文章、エプスタイン文書みたいになりまそうしたね。そうそう。うん。いやでも、もう一回、間違い探しを見に行くのは無理です。セネズ文書のやつだけで16にならないでしょ、でも。なる？ならないですよね、多分。ちょっと待ってください。ちょっと待って。でも、カッコにされてる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。だから4桁足りないですよね。だからその4桁が一体どこから出てくるかなんですよね。ちょっと待ってよ。どこかな。いや、でもこれノーヒントなかなか厳しいな。ちょっと。まあこれヒントはヒントなんでしょうけど。何桁ないんだったっけ？ 4 桁足りないんですかね。4桁足りない。3つの数字を確認すると、ボタンを、待って。4つになるかなこれ。1。整形時の対処っていう括弧書きの中に書かれてる1と、はい。3つの数字を確認する。装置1を確認した3つの数字を確認する装置1で4つになるかな。クラインの68の前に、はい。1、1131が入るとかかな。違う。いや、でも待って、そうなるとでも2も手順1になるんだよな。整合、そうでしょうね。なんか、整合性を考えるとそんな意味深なことでも、多分なので、どこかにある数字を当てはめていくっていうことだと思うんですけど。そう思うんですけどね。だから、ちょっとすいません。音楽があれしちゃいますけど、事例11なので、11、14、63、46、67、さっきの装置の話が 1？装置関係ないかもしれない。装置関係ない気がするんですよね。それよりも92番とかの数字の方がすごく印象的で重要な数字として現れているので、でも4番目の月と92番だと合わないんですよね。3桁だから足りないから、
そうですね。だなんかからボタン足りに、ない。ボタンに対してそうなんですよね。なんかゲームとしての解決手順がちょっとレベル、だから多分ね、明快な答えがあるはずなんですよ。このゲームの流れ見てると、なんかすごく、なんでしょうね。一時期ホラーのフリーゲームがたくさん出回ってた時期があるじゃないですか。はい。多分、あれの、なんだよ、この謎解きじゃなくて、すごく、なんか、分かった時に、アハ体験できる感じの、あの、答えが絶対あると思うんですよね。このゲームのクオリティなので、なんか、そんなのっていうよりかは、で、失望するよりかは、これかーってなる気がするので、ただそう、で4もさっ番目のきのや月つだとダメと、なんだよな。さっきのなんだっけ、ゲームじゃない、装置が241だったから、それを組み合わせると一応、まあ、その4桁の数字になるんですよね。で、11、14、そして事例63、46、67、そしてクライン68だから、はい。とりあえずこれで入れてみるか。1、2、3、4、1、2、2、2、3、2、4、3、4、1、 1、1、1、1。もう1個1か。なんですね。で、4、4、1、2、6、3、4、5、6、3、 3、 4、 4、 6、 6、 6、 6、 7、 7ですね。で、6、 6、で、8。開かない。開かない。ちょっと待って、でもなんか、これ数字じゃない可能性ありませんか？可能性はあるのかな。アルファベットに見えません？アルファベットにも見えますよね、これ。そう、4が X に見えたりとか、E とかに見えたり、で、なんか変な番号とか、そう、S とかに見えるので、で、3って言ってるやつが Z っぽく見えるんですよ。だだからどこかになんか16文字の、何かメニュー表ないかな。なんか使えませんかね？つるっとしてて何も書かれてないっていうのがなんかおかしい気がするんだよな。つねさん、つねさん、なんかください。でもやっぱり総当たりでやれみたいなことを言ってますよね。嫌です。嫌です。絶対嫌です。総当たりとかもこんなに良質なね、ゲームを提供していただいてる側がね、そんなことをしてはいけないんですよ。でも16だからな。で、英語の綴りがわかるやつとかないでしょ、だって。ないですね。箱取った状態でキッチン行きましたっけ？キッチンは1回行きましたね。ちょっと後で行ってみますか。そこに何か書かれてたりとかしないわけでしょ？いや、でも総当たり、16桁で総当たりは、3億1兆なんかあれかかるんでしょ？ 3 億周年。まあコンピューター使えば2日で解けるけど、そっか。だけど、我々がやってたらね、我々がやったらそうですよね。どうしようかな。どこかに何かあると思うんだ。なんかこの中に、間違い探しの中に何か書かれてたりしないかな。ちょっと詰まっちゃいましたね。でも間違い探しの中にもそれっぽい情報ないんだよな。
はい。ちょっと待って。間違い探しページ何個ありましたっけ？ 8 じゃない？ 1、2、3、4、ちょっとキモいけど注意。違9うか。ページ。ダメだった。普通に9まであったわ。はい。で、はい。だから、間違い探しのページと、そのページの間違いの数かなって思ったんですよ。なるほど。で、だから8個だったら、16になるんだ 16？と思ったけど、でも9ページ目があるじゃん。うやばっん。て思って、ちょっとで、待って、なんだ？でもそもそも9個しかないですよね、間違い自体が。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そっか、だから、どれかはあれでしたっけ？どっかのページ間違い探ししなくてよかったんでしたっけ？このページは10個間違いがあるな。そうですね。3、4、5、6、7、8。最後の虫のページ以外は、ちゃんと間違い探ししているので、だから、10個あったならじゃあずれるな。でもね、ただそうなると謎がまた深まりまして、なんでスパイク王がセネズさんから渡された間違い探しの本のキーに関わりのある数字がキーになってる箱持ってるんですかっていうところになるんですよ。だからそうなると、スパイク王に箱を託した方が何かしらこのムーンパレスに関係のある人であるっていう風な疑いも出てくるっていうとこですね。クラインがそうなんじゃないかっていう気がしますよね。ムーンパレス1号店はダグラ市で、っていう書いてありましたけど、ダグラ市って何？クライン？順当に考えるとクラインが多分キーパーソンですよね。開け方については何も知らない。怖いんだよ、それ。ファミレスを享受しよう。でも、クラインか。でも、クラインって鶴ですか？鶴でしたっけ？ちょっと難しいな。でもね、絶対ね、なんかすごくピンとくる数字だと思うんですよ。なんか、これかっていうよりかは、これだってなる何かだと思うんですよね。とりあえず箱の謎がちょっと。なんか、他に動かせるとこないですか？この、あれ以外に？だからなんか向き変えるとか、あるかなって思って。そう、なんで鶴がクレインって知ってたかっていうと、遊戯王のカードにね、クレインっていうクレーンになってる鶴のカード、機械族のカードがあるので、あれなんですよ。ね、なんかやっぱ、Z とか、E とか、R とか、RX に見えますよね。そうだ、数字っていうよりかはやっぱり記号みたいに見えますね。どこにあるんだろう。全員の名前つなぐってわけでもなさそうですもんね。それならもっと余計にわけわかんなくなるもんな。綴りもわかんないですしね。わかんないですね。だからちゃんと何かしらあるはずなんだよな。どっかにないかな。だからこの中にね、16桁の数字が入ってるんだったらわかるんですけど、入ってないから、何なのかなってちょっと。やっぱ組み合わせようとするとあぶれる数字が出てくるから合わないですもんね。だからやっぱピタッと16になるならいいんですけど、ならないんだよな。クレインがあるしな。つるっとしてるっていう、やっぱそのメニュー表、もうちょっと何かあるのかな？何かどこか調べられる場所か。あれ？難しいな。いいな。すごく脳が刺激されていいですよ。
こういう風に頭を使うゲームは好きなんですが、実況でね、あれして申し訳ないくなりまするけど。なんか、そこに書かれノートとかも、でもあれですもんね。ノート調べたらそのまま、あれでしょ、セーブ画面にピュンって飛ぶだけですもんね。そうですうね。ん。なんか筆記用具を手に取れるわけでもないですもんね。ゴミ箱に入ってる黒い液体に何か浸したら出てくるとか、そんなことないです。さすがにそんなことないか。でも別にその場でアイテムを使えるわけではないですからね。クライン、クレイン、ツル、ツルっとしている。まさか。まさかツルが関係している。そんな、月でツルは面白いな。そんなことあるみたいな。いやー、まあ、ユーモアですよね。でもやっぱ、ポスターにだって書かれてないですよね、何も。書かれてないです。奥深い海のうじわい。まあ多分ネタバレ攻略を見てしまうのは簡単なことですけれども、ちょっとやっぱね、これは解かないと多分だいぶやっぱなんでしょうね、このゲームのすごく美味しいところを全部捨てる感じになっちゃうので、解きたいですよね。解きたいは解きたいですね。ただちょっと待ってくださいね。今ちょっともう0時を過ぎているのでちょっとこの後どうするかちょっと考えさせてください。ちょっと待ってくださいね。まあちょっと雑談なんか苦し紛れの雑談苦し紛れの雑談なんだろうね。なんか改めてもう一回なんか文章見せたらコメント出るとかさすがにないですよね。コーヒーについても聞きましたもんね。なんだろうな、苦し紛れの雑談。雑談そうだな。なんかあったかな、面白いこと。いや、なんか。苦し紛れの雑談。雑談。そうですよ。今、ちょっとネタバレなしで確認したところによると、ほぼ終盤だそうです、今の段階が。あ、マジですか。ほう。はい。だから、まあ、やってもいいけど、まだちょっとかかるっていう感じだから。そうですね。まだもうちょっと見つけないと、多分、箱開けてからですよね、多分ね。変わるの。だからどうします？無理やり続けると、まあ皆さんをなんか夜中に誘い込む長時間雑談になるか、あるいはまあ来週に回してなんとかするかって感じでいきますか。ですね。そう、ただね、エンディングがね、2つあるので、先に、なんでしょうね、真相、トゥルーエンドじゃない方を、残してたら、それにたどり着いた後、新エンドにたどり着くみたいな流れを、まあ次回やるっていうのもあれでしょうけど、多分それでちょうど時間が良くなるかもですけど、でもあれですもんね、あれですよね、スロットがあるわけじゃないですもんね、セーブ。そうなんですよね。だから1回はどちらかのエンディングにおそらく到達しなきゃいけないですね、このゲーム。だからその後もう1回別の伝道を見るか調べるまあ行くか、まあそうするかね、それともそれでゲームを終わりにするか決めるっていう感じでいいかなと思うんですけど。まあ引いたエンドがめちゃめちゃ良かったらもうそれでよしって終わって後味いい感じで終わりたいですけどね。やっぱちょっといろいろ苦しいものをたくさん抱えていらっしゃる方々なので、できるだけなんでしょうね、素敵なエンドで終わりたいっていうところがあるので、真夜中のカラスマチャンネルを享受せよということで素敵なコメントが来ている。でもあれでしょ、セロニカさんのところのメニュー表も読めないんですよね。そっか、このメニューは読めません。でしょ、出ないでしょ、出ないでしょ。もうどこを調べればいいんだろう。絶対駅っておかしいでしょ。ドリンクバーの駅。まあおかしいですね。なんかゴミ箱に入るとかできないんですかね。ちょっと入ってちょっと一回暴れましょう。なんだろうな、どれだ。
なんか多分ミルクだけ切れてるのにも何か意味があるのかな。うーん。うーん。だから、まあ、まだいろいろなんかね、分岐要素はある臭いので、アルゲですか？じゃあ、どうしますかね。皆様が、そうだな。ね、アーカイブ残るけどリアタイしたいって方もいらっしゃるだろうからな。うん。とりあえず今日はじゃあ、まあ、このそうですね、これ以上はちょっと疲れ切ってしまいますね。というコメント、だいぶ冷静なコメントが。でもだいぶ大きい転換点が来ましたもんね。そうですね。というわけでですね、ちょっと今日は、まあ、ちょっと多少中途半端なところになっちゃいましたけども、ファミレスを享受せよ第2回いかがでしたでしょうか。まあ、ね、最初ちょっとジェンダリングの問題とかね、いろいろ考えつつ、まあ、楽しくほんと今回も実況できたし、ものすごいね、面白いストーリーのゲームだなと思います。まあ、単純にね、やりがいがあるし、もうそうですね、結構まあ終盤いいところまで進んでるっぽいので、あと1回はね、おそらく何かしらのエンディングにたどり着けるのではないかという、まあ、常根津さんが自白してくれれば早いんですけれども、ちょっと、なんかですね、全く彼女に喋る気がないみたいなんで、まあなんとかしてこの箱のパスワード問題を解決してですね、次回頑張って、謎解き等、していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。やはりもう総当たりしかないっていうですね、まあ1週間かければね、総当たりで解けるかもしれないから、まあその辺ちょっと風花さんと相談してやります。はい。はい。ということで、ですね、皆さん今日も、ゲーム見ていただいて、実況見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい。まあちょっと終盤ね、ぐだってしまって申し訳ございません。さすがに謎が解けなかったので、はい。ちょっと次回回しにしたいと思います。お疲れ様でした。なのでですね、来週はまあ何もなければ誕生日前ですけど、まあ4月18日の夜にまたね、やりたいと思います。それでまあちょっとクリアしてね、ちょっと19日は、特別配信する予定なので、よかったら、皆さん来ていただいて、2日秋ですけど、来ていただければ、はい、来ていただければと思いますので、ぜひともそれまでよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。ということで、本日もお疲れ様でした。お疲らすでした。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。お疲らすでした。お疲らすでした。